あ、ハンバーグ来た。エルちゃんいい？青森県の食材はみんな知ってなくて、青森ってリンゴとかホタテしかないじゃんって感じだった。いやいやいや違うんだよと。本当はもっといっぱい美味しいものいっぱいあるけども、誰も知らないだけだし、ほとんどあまり売ってはない。青森の食材を信じてます。すいません、ウーロン茶ください。そうだ、わかんないですよね。誰が誰だかわからないです。一番珍しいのはこれ、赤しそ。で朝これをくるんで作る郷土料理なんですけど、この赤しそ自体は東京では一切売ってないんで珍しいです。今の時期には欠かせないやつです。これはうちらは実家からうちの父親と母親が食材買って、うちらが注文したものとか送ってもらって、野菜はその時あるものを全て送ってもらう。味の濃さが違いますね。できゅうりもなんていうの、味の濃さが全く出ずもので、あと食感、食べた感じの食感と、これはやっぱりうまみもあるし、やっぱり東京に青森の人来てるじゃないですか。でその人たちは全然味別だって言います。これは水っていうか正式名称は上場味噌なんだけども、青森県人のも大好物で、本来こう長いものなんだけど、うちは父親がわざわざさばいでこうやって一口サイズに切って、もうすぐ調理できるようにさばいてくれるんで、すごい楽です。これはちょうど今の時期しか食べられない純菜です。これ秋田有名なんですけど、青森県の平滝沼っていうところで取れる、沼じゃないと取れないから、沼じゃないとこれは取れないんで。わらびも今旬なんですけど、わらびも家からうちの父親が全部下処理して送ってもらうんで、下処理が大変なんで、アクを抜くのに、重曹使って、失敗すると溶けちゃうとか、苦味で食べられないとか、技術的に難しい。これ唯一うちの父親の得意分。これはマカオイ昆布。これはおにぎりで食べるんです。で1年未満の昆布なので薄いんですよ。あとはウニ。今日これ来たウニは6つ湾。湾内のウニ。この辺のウニ。その時によってこの辺のウニとかこの辺のウニとかも来るんですけど、今日がここです。これも絶対東京ではないと思います。もうイカやっと取れてきたので少しずつ大きくなってるから、やっぱりこの味がさで取れるイカとかはやっぱ味別も柔らかくてうまいんで、じゃあこれイカメンチとかさっき言った味がさと弘前地域の郷土料理、大体スーパーでも売ってます。これまずこうさばいたら天然の塩で一晩、これで一晩臭み抜く。最近ずっと行かなかったから塩辛仕込んで作れてなかったんです。今日タイミングよく塩が来たんで、
うちらは油で焼く。7割ぐらいイカじゃないかもしれない大体で、それ他に玉ねぎと人参ちょっと、あとは秘密イカメンチって言ったらなんかこうメンチカツみたいなイメージあるみたいですけど、実際そういうパン粉つくんじゃなくて、食べてもらえば分かると思うんですけど、イカってことイカイカ昔はそのイカが投げるほど取れたから、でその足とかどうやって消費するかって言った時に多分イカメンチってできたんで、本当は足イカのゲソでメンチって作るもんだったんだけど、今ってイカ自体取れないから大体本当はもともとは足だった。これは生の状態。結構こうツルツルしてるんで滑る。なんか品種的にはレンコンとかクワイとかと同じ水草って水草。生では食べられないから。であまり火通してしまうとこのさっき言ったこのツルツルの点なくなっちゃうんで、じゃあしまってくる。氷水を入れて洗ったんだけど、若干そのアク抜きをしたアクもわらびについてるから、それを一回ちょっと剥がすような感じ。唐辛子をちょっと入れて、だし醤油こんな感じにしてストックしてます。結構水分取らないとすぐ悪くなっちゃうんで、結構これも扱いにくいって言ったら扱いにくいですよ。これストックするのに一応塩漬けにしておいてるんですよ。漬物みたいな感じで。昆布こんな適当に結構なみなみしたりこんな感じで、さっき言った赤いしそあったじゃないですか。あれが出来上がるとこういう感じ。ナス巻きです。多分こっちのやつは形も違うから包むっつったら結構大変だと思うんですよ。色もちゃんとピンクの色は出るんで、この例えばこれこう大きいじゃないですか。でこんなちっちゃいので赤い色を出して作る食べ物もあるんです。それが寿司粉。地域によっては赤飯っていう人もいて、うちらは寿司粉って、これってもち米だから腹持ちいいから、これで米を食う。簡単に青森県人は米を米で食う。本当にそれは本当です。嘘じゃなくて、あれこれまたね、白いご飯と一緒に食べる赤しそあるじゃないですか。あれをこう酢でストックしておくんです、一年中。あれから赤色出るんですよ。でこれってずっと日持ちするから、こうやってストックしておいで、で作る時にこれを入れる。このつゆ絞ってきゅうりみょうがも入ってるんですけど、それはまず塩漬けにしてだから塩やっぱりこれも塩なんですよ。うち今店やって7年になったんですけど、もともと五所川原で19年間店はやってたから、その魚とかのルートはもうあったんですよ。でも肉は
向こうにいた肉屋と今取引してる肉屋はちょっと違うんで、7年かかってやっぱりもっといいものを探したって感じ。くらい種牛が入ったはず。これもなかなか青森県内では売ってないんですよ。まあ、うちはたまたまその見つけてるから買えるけど、あとはそのスーパーに出るのは正月、お盆、そういうこうイベントごとある時じゃないと倉石牛はなかなか普段毎日食べれるものではないからっていう話だったね。子供の頃は牛肉なんか手に上がったやつってかなり年いってからだよね。やっぱり馬肉、子供の頃からやっぱ食べてたのは馬肉で、うちの取引してるその中泊の肉屋はやっぱり自分家で育ててるからやっぱ味も違うし、なんていうの、もちもちするで、この前お客さんいつも言うのは甘い。これだけ黄身、これうち今常備あるのが天ぷらだけ黄身の天ぷら、岩木さんのごふもとでだけ地域だ、そこで取れるブランドのトウモロコシで糖度が18度って言われるので、これ加熱するから甘みが増すじゃないですか。でうちはこのねがらねじこれで天ぷらは出してて、うまみが強いからそこまで何もほとんど入れなくてもいいみたいな感じ。うちはわかめとシナチクとさっきだけ黄身をちょっとでしじみとネギ入れてます。ちょっとさっきと違ってちょっと白くなったのスープが。でまだ激目はこんな感じでちっちゃく切って、下にネギも青森のネギとりあえずはい、炒め。濃い。はい。これいいね、青森っぽいね。いただきます。普通全部集めのきますかなくて。今年3回目の買ってすごい。馬刺しだと。その馬刺しですね。
こはハンバーグ。ハンバーグ来た。あ、ハンバーグ来た。エルちゃんいい？この料理も何？ちゃんと話よ。指紋の文字で書く。わらび？わらびがとか大きな顔やだね。とか。でも結構いい。じゃああれは九州の方。あ、でかいやつ。私ね、一日に時計のそういうのをやるってやつ。ああ、そうですか。1月の多いだとそんなになかったけど、4、5人ぐらいで来てる人っていうのはちらほらすごく。これこう文字書いて盛り上がるように。これはだって何つけて2番目の人が中腰で後ろの人だけちゃんとこういうの人たちすごい細いであれてるだけ。すごい美味しい。うまい。なんか大体このぐらい。ご飯のために子供をなんか硬くなっちゃうんですよね。意外と種類違うんだ。違うんですか。あ、違うのかもしれない。こんな柔らかく焼けない。焼けすぎなのかな。これは海藻。はいね。ああ、じゃあ一緒だな。ちょっと大きいじゃん。ホタテでそれなの。ホタテ取れないってことは青森も取れない。そうだよ。やっぱ
こっち以外にお仕事。エリちゃんいた。ん？いや、飲む。ちょっと待って。はい。あと小皿一つ。はい。取り皿ね。はい。でさっきのでも晴天の霹靂と思ったらちょっともったいないなと思っちゃう。お米が。そう。ありがとうございます。すいません、ウーロン茶ください。その時にもう一瞬生死をさまよったわけですよ。もしかしたら一生歩けなくなるかもしれないっていう話もなって、その時に人生は1回しかないわけだし、で自分で東京に来て、一肌あげたいなと。元ですか。わかんないですよね。誰が誰だかわかんないですよね。青森の食材を信じてます。外れはほとんどなしと自分は思ってます。一番最初に来た頃の人、白菜食べた時に「あ、これ青森の白菜だべ」と言った「あ、なんでわかった?」って「東京さ来て白菜食っても食った味さはなんね」とって言った「あ、やっぱりな」ってでそれでもうやっぱり青森で行こうって思ったの。青森県の食材はみんな知ってなくて、青森ってリンゴとかホタテしかないじゃんって感じだった。いやいや違うんだよと、本当はもっといっぱい美味しいものいっぱいあるけども誰も知らないだけだし、ほとんどあまり売ってはない。でも今来てるお客さんだけではなくて、もっと新しいお客さんにもその青森のこの変わった食べ物だから、そういうものを旬のものをうまく食べてもらえれば、知ってもらえたらなって思ってます。よいしょ。ゴーヤチャンプルです。美味しそう。東京で一番売り出したっていうか紹介したのはうちが最初だから商標を取っとけば、働かなくて済むはい、でこれがバラですね。バラ1本買ってます。結構煮た時に柔らかくしっとり仕上がるって感じですかね。うちあんまり脂身多すぎてもあれなので、適度に赤みがあってくれた方がいいので。これが三枚肉っていうんでした三枚肉とね微妙に違うんですよこれ。皮
脂身赤身で三枚肉なんですよ。だけどうち戦後のすぐに沖縄料理始めたんですよね。その時にあまりその皮付きのバラって売ってなかったんですよ。で結構うちはそういうとこがあって、その戦後であんまり物がないですよとか、まだその沖縄返還前だったので、そうすると沖縄でこうやってたけどこっちじゃできないよねっていうようなことが多くて、まあ大体ですけど 300cc ぐらいずっと継ぎ足してる煮汁があるんで、これを投入してでまた煮ていく5時間ぐらいですかね。結局仕上がりのこの昆布入れるので、昆布とこんな感じで油持つとちょっと崩れちゃうので、こんな感じですね。崩れちゃうぐらい煮るってことですね。そうですね。うちの祖父があまりお砂糖好きじゃなかったので、初代が砂糖を入れてないんですよね、最初から。やっぱり最初美味しいけど、やっぱ重いと、まあ、飽きてきちゃうというか、最後大変しつこく感じる部分があるので、なのでお砂糖は一切入ってないです。まあバラ咲き軟骨っていう部分になるんですけど、バラのですね、先っぽのこういうな感じになるんですよね。でここに軟骨がこうあるって感じ。これ長時間煮るとトロトロになるので、切ってこういう部分が軟骨ですね。これがとろけてくるとコラーゲンとかそういうのも含めて美味しい。では軟骨時に黒糖を入れますね。これザーッと結構入りますね。これでまたこれはもうずーっと煮込むって感じですね。はい。これは逆に料理の中では珍しく黒糖を使ってたっぷりの青森と黒糖で、別に僕の個人的なあれでは砂糖を使っちゃいけないわけじゃないですよね。やっぱり深みも出るし、少し甘みがあった方が例えばご飯とかでも合いやすいので、それはいいんですけど、ブランドメニューじゃない別の沖縄料理っていう形で作らせてもらってるので、こっちにはじゃあ黒糖を入れて少しこってり、まあ製麺という形でここで作って、でお釜がここにあるんでこれで茹でて、ここで茹でる。そうですね、ここで一旦茹でるんですよ、沖縄料理。生麺じゃないですよね。一旦茹でて7割ぐらい火を入れて、それで冷まして油混ぜてダマにするって感じ。最近は流通とかその保存が良くなったので生麺あるんですけど、基本沖縄のお蕎麦の麺は茹でるか蒸すか、うちは茹でて油まぶしてくっつかないように、それで作ってますね。こんな感じでスープがあるんですよね。基本が豚で鶏少し入って、野菜と鰹節とあと煮干しも入ってます。で塩で味整えて。沖縄料理って想像つかない人が多いわけです。多いですね。なのでうちお蕎麦を最初蕎麦で出してたんですよ。沖縄そばじゃなくて蕎麦って出してて、そうするとここの皆さんだと日本そばっていうふうに思ってしまって、そば粉使ってないのにそばっていうのはね、普通のそばで名乗るっていうのはいかがなものでしょうかという話が、どうしてもね来てしまったので、じゃあどうしようかってなって、で沖縄そばっていうのをうちが命名
名前つけて売り出したんですよね。うちどっちかというと沖縄返還運動っていうのをその頃すごい盛り上がってて、それでそういう人たちが集まってくるような店だったのね。辞めるって言ったのはお母さん、お父さん、お父さん。父が勝手に決めてで急に大工さんが入ってカウンター作り出して何やんのみたいな誰も知らないっていう家族だからうんで結局早々に祖父が亡くなったので、結局その後みんな祖母とかうちの母親とかがずっと引き継ぐっていうやりっぱなしで天国行っちゃうんで。とにかくまあうちの父としてはもう沖縄っていうことを知ってもらいたいっていうね、みんなそういう知らなかった沖縄っていうことを。沖縄も外国だったからね当時はね。私は来年から辞めるからみたいな感じでパッと辞めちゃったからさ。それからもう2人でさ、うちの主人だっても朝早く来て麺打ってスープ出して、それでお昼の営業やって、いやだから辞めちゃえばよかったんだけどね。まあでもね、そしたら私この年まで苦労しないで済んでやるって言うからさ、やるんだったらじゃあサポートしなくてしょうがないじゃない。どうしてもですね、寒さと変な話、暑さにも弱いですよねこの人。25度以上ダメ、10度以下だ、10度以下ダメ、25度以上ダメじゃないなのでもう育ちがいいからさ。そうだから今の食材屋さんも持ってくるときはホカロンつけてくる冬はそうですね。だからそもそも宮古島の一部分でしか自生がなくて、それでそれをうちのそれこそ祖母が親戚からね、そう沖縄行った時に親戚都に帰った時にこれどうと甥っ子に言われて「おばさんこれをどう?」っつってで名前どうしようってなった時に、まあブドウみたいなので海にいるから海ぶどうでいいんじゃないっていうことで海ぶどうってつけたんですよね。で売り出したんですよ。海ぶどうの名付け親。そうですね。で東京で一番売り出したっていうか紹介したのはうちが最初だから商標を取っとけば、働かなくて済むこんなに今までの苦労話いらないよっていうぐらいもう本当にお金に縁がなくてなんかね苦労するようにできてんのよ。あーこんばんは。こっちでいい？いいです。はい。どちらかというと宮古島のあれが多いです。お蕎麦一つ。はい。今回はそばのハーフなので麺が半量です。これが変わってますよね。スープで麺を煮上げる。ああ、そうですね。そうです。
ッピングがそれもまたうち若干変わってるんですけど、紅生姜とうち長ネギ使ってるんですよ、白ネギで、小松菜の茹でたの沖縄のかまぼこ焼き豚って感じになるんですよね。同じ話なんですけど、まあ、戦後どちらが入手しやすいかっていうのと白ネギの方がいいし、やっぱり沖縄以外のお客様も来られるので白ネギの方が馴染みがあるってことでうちは白ネギにしてるんですよ。だけどそうすると色味がどうしても弱くなるので、まあお野菜もねうちたくさん取ってもらいたいっていう思いがあって小松菜を茹でたのを添えてる。特徴で言うとやっぱり苦いけどしっかり苦いので、沖縄県以外だとどうしても苦みが足んなかったり。はい、ゴーヤーチャンプルです。美味しそう。地豆、海ぶどう、ソーセージ。まあ、うちのジーマミー豆腐はタレが甘くないので、もう本当にお出汁と醤油だけ使ってますんで、これをこっちですね。これがジーマミを潰してこしてって感じですね。皆さんお疲れ様でした。熱帯魚とか。でも結構沖縄そば焼きそばにするとすごく美味しいので、いろいろ考えたメニュー結構焼きそば系多かったんですよ。何でもいけるというかパスタの代わりになるんですよね。ケチャップが2種類。プラスで、はい、ナポリタン。この飯だったら締めのチーズナポリタンがおすすめかなと思いますね。でこれがすごいマッチしてるんで、ここ多分ならではかなと思いますので。生の青さ乾燥じゃないやつなんですけど。
れが耳側ですね。そうですね。白い筋が入ってるのが耳の軟骨で、あと大根ときゅうりが入ってるので、でピーナッツと、ごまとお酢、耳がちょっと酢の物みたいな感じですね。ここで働いてる方とか、ここで住んでる方、要するに沖縄じゃない人も結構多数来られるので、それこそうちがオープンした時餃子が食べたいって言われて、でうちの祖母がじゃあ作るって言って餃子作って未だにあります。普通の餃子なんですけど、うちはニンニク使ってませんね。ちょっと野菜が多めですね。野菜多めでニンニクなしだから軽いですね。トップページうち8枚バババババッと写真出てくるんですけど、2枚餃子でしたよ。いやちゃね、うち沖縄料理屋なんでちょっと勘弁してくださいよみたいな。ラフティは自分でチャレンジしたけどうまくいかなかった、焼酎青森使ってこうやったんだけどうまくいかない。でもここに来ると安心のラフティーっていう感じがあるっていうところかな。本当はね皮付きを出してもいいですけど、ラフテーなんで三枚肉なんで、また部位が変わってしまうと味付けも少しねやっぱり変えたりとかっていうのが出てきてしまうので、うちはもうこれで生かしていただいてるって感じですね。もうはい。土台がしっかりしていればその上にいろんなチャレンジができるので、それは本当にありがたいと思いますね。もうここもうちょっと良くなるんじゃないかとか、ここはこうした方がもっとやりやすいんじゃないかとか、そういうことがどうしてもあるので、そこは、変えていきますね。失敗することもあります。失敗したら元に戻そう。うちの父親のやり方が良かったよね。それはありだと思います。ただそこのチャレンジしないとやっぱりいいものはできないと思いますね、多分。根本的な芯の部分はそれぞれが沖縄料理島としての芯の部分は持っとかなきゃいけないですけど、やっぱりそこをより美味しくしようとするとか、そういう部分は必ず必要だと思うので、必ず同じ作り方でいなきゃいけないっていうことはないと思います。僕は僕でやってて、次の世代は次の世代でそういうことを多分やって、変わらない味なんだけど美味しくなってるっていうのが一番ベストですよね。はい、こんにちは、どうぞ。これじゃ仕事雑。これ全然だこれじゃ生姜が全然出ない。ちょっとぐらいいいやがだんだん積もってって、物ってブレていくから。これ表面に傷つけるんじゃなくて、これじゃダ
割れないとダメ。割れてないとダメ。もうちょっと。これ全然ダメ。全然ダメ。これじゃ生姜が全然出ない。オッケー。これももうちょっと。これはだいたいこのスープ1個に対して2キロぐらいが沈む、じんわりじんわり出してる。こっちは今スープかき始まってて、結構これ見てもらうと分かるんだけど、豚のげんこつとあと鶏ガラとね、ちょっと透けて見えてる鶏のもみじってのは足だ。あれ全部鶏の足、爪の部分ね。あれが結構ね、スープのゼラチン質を高めてる。今もうスタートの状態。これある程度かけて、でそこに時間によってまた野菜が入っていったり、生姜が大量にこう入っていったり。新潟の長岡の生姜醤油ラーメンってじんわりじんわりその生姜の中の、ジンゲロールっていう成分をスープの中に出していく感じで、そのためにはあの塊をハンマーで叩いてちょっと亀裂を入れたものを静かに沈めていく。なんかラーメン食べてると必然的にじんわり汗かいてくる、体の芯から温めるっていう、なんか雪国ならではの、でも反対派じゃなくて使った方が美味しくなる。これは明日またスープやるとき用の今ガラを溶かして、朝のうちにガラの掃除、何度か水を交換して明日の朝までに血抜きをして、今ちょうどかけ始めで、毎日だいたい15キロぐらい。これはね、豚の腕肉って言って、この肩から上腕二頭筋、この部分の腕肉。もともと新潟の長岡の生姜醤油ラーメンはこの腕肉を使ってるところが多くて、この腕肉の面白いのは脂が噛んでるところと赤身だけのところと食感がこう部位によってこう違う。それをこう混ぜながらラーメンにのせていく感じ。あ、いいそろそろよ。いいね。そろそろだからね。気をつけて。これ沸騰させないように、ボコボコに沸騰させないように今もうバック一歩手前で火を弱める。ちょっと強いよ。火が強すぎるのが一番ダメ。ちゃんと火見ないとダメだよ。こんなに一気に動かす人いない。みんなちょっとずつ動かして一番いいところを探るの。これじゃ仕事雑。違う。これをじっと見ててもどのぐらいかわかんないでしょ。今動かしてって言ったらぐーっと動かしたでしょ。あんなにいっぱい動かしたらまた強い、はい、また弱い、また強い、また弱い、それ繰り返すだけ。強いとお肉の外側は火入るけど中心は生、外側だけボロボロになっちゃう。これ今少し弱くしたからこれでまた何か入れたら5分に1回は必ず見る。細かいしうるさいっていうなんだろう、やっぱもともと俺がコック上がりだからホテルとかで修行したコック上がりだからっていうのもあるんだけど、ちょっとぐらいいいやがだんだん積もってって、物ってブレていくから、お客さんから毎日変わらぬ金額でね通ってもらってる以上、やっぱり変わらぬ毎日同じものを提供できるっていうのが、こっちの使命だと思ってるし、そこは結構うるさく言ってるから。
新潟は本当にラーメンをよく食べる県民性で、なんか2人3人って集まるとどうするラーメン行くっていうのがもう本当に食文化、ラーメンを食べるっていうのがもう食文化だけじゃなくて日常にこうあったっていう。ここ最近は新潟に帰る機会も多くなって、新潟でラーメンイベントを新しく立ち上げたりとか、今かなり新潟ラーメン注目されてると思うし、この間年末に歌舞伎町の大久保公園であったご当地ラーメン総選挙っていう、ラーメンバトルがあったんだけど、そうでも今全国2位になったりとかして、ようやくなんか新潟ラーメンがこう広まってきてるなっていう。去年の暮れやったのが第2回目だった、はい、でその前の年に1回目があって、その時に山形の酒田のラーメンが優勝したんだで、山形と新潟って麺の消費金額全国1位2位をずっと争って、まあまあずっと山形が1位で、何年か前に1回新潟が1位になったことがあって、でそこでもう毎年のように1位2位が山形新潟、山形も新潟には負けない、新潟も山形には負けたくないって思う結構ね、東京って新潟の人多いの。みんな多分東京でこう生活してて、俺もそうなんだけど、こっちにも慣れたけど、たまにやっぱりこう帰りたくなったりとか、でもなかなか帰れなかったりする中で、ああそうそう、この味だよこの味とか、まあこれはね、うちの家の近くのどうのこうのなんだって、もうそんななんかこう新潟を感じてもらいたいみたいなのがあって、こういうのを飾るようになっていったのもあって。お昼で100超えると忙しいね。そうですね、麺はうちはもう創業当時からもちっとしてて柔らかいんだけど伸びづらくてコシはちゃんとある、それがなんか俺の中での新潟長岡のラーメンのに近い。長岡で食べてたラーメンをもっと美味しくするにはどうしたらいいって作ってる感じ。ちょっと汚い表現の仕方なんだけど、ゲップがうまいってすごく大事だと思ってて、食べ終わって外出て歩いててゲップした時にいやしばらくいいなっていうゲップと、ゲップでまた味がこう蘇ってうまかったなっていう2種類あると思う。ゲップがうまいことって俺の中で結構大事で、電気と有線も一緒にお願いし。すごい絡まりやすい。美味しいよこれ。はい。細いってなんか弱そうで柔らけえのかなと思ったら、ちゃんとコシある。あります。何をされてるんですか？25、26の炊き出し行くときに知り合いの製麺屋が麺協賛したいって言ってくれて、物資が届いてないところは本当全然届いてないの。この25、26行くとこ、この間も行ったんだけど、1日お弁当1個だけだよ。それしか来てないんだよ。炊き出しなんかできるだけこう行ってあげようなと思って。
前回行った時にこの長岡の生姜醤油ラーメンを作って出したら、すげえ好評で、泣きながら食べてくれて、なんかおばあちゃんとかがあったかいもの久しぶりに食べさせてもらって、ありがとうありがとうって大好きなのがもう泣いてんのよ。また来ますからねっつって。こういう便利なものがあって、ここにスープを入れて浸らして測定すると、濃度と塩度が測れる。これを毎日やってブレを調整していく。戻ったら綺麗ですね。すごいシャープ。はい、綺麗がいい。俺がここ最近ちょっと前言ってた、いまいちキレがない、甘いけどキレがない、甘いけどなんかもう少し塩分あってもいいって言ったのが分かるでしょ。多分塩分が足りてないんじゃなくて、このキレがないから醤油がキリッと立たないんだよ、ああいう時。すげえうまい。ちゃんと戻った理由は何だと思う？やっぱりタレの沈殿物だと思います。あれの調整がうまくいきます。今日は美味しいです。美味しい。昨日はちょっと硬い。今日はちょうどいい。ちょうどいい。ありがとうございます。今日はかなり100点に近いです。結構細かくうるさく言う方だから、じゃないと勉強にならないし。で、スープ毎日ああやって炊いてるけど、火が強い時間が長くあったりとかすると、それだけスープが濃くなるじゃんね。でスープが濃くなるイコールタレの醤油の味とかはこうマスキングしちゃうから、ちょっとやぼったくなっちゃう、キレがなくなっちゃう。うちが望んでるのはしっかり濃さもあって甘さもあってキレがあって醤油が立ってて生姜が香る。これもなんかこう全部がこう満たしてないとダメで、今日はみんな満場一致でうまい。はい、いらっしゃいませ。はい、そうね。どうぞ、食券前に。はい、どうぞ、大丈夫ですよ。はい、来てください。オレンジと特製です。切り手が味噌と辛味噌どちらにしますか。はい、7番様お出しします。はい、お待たせしました。お先に特製の醤油ラーメンからです。はい、お待たせしました。こちらでしてください。はい、またお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。何かがあるみたいな。はい、いらっしゃいませ。はい、こんにちは、どうぞ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。初めて来ました。はい。生姜醤油専門っていう言葉に惹かれて、寒いし生姜で温まりたいなと思って食べに来たんですけど、今日はこの生姜醤油ラーメンをいただいたんですよ。めちゃくちゃ美味しかったです。ベースは醤油なんですけど、生姜の旨味とあと麺の硬さとかも絶妙で、なんかすごいそのバランス感覚がいいラーメンだなと思いました。ちょっとピリッとやっぱり生姜の味するんですけど、そこまでその味も強くなくて、結構食べやすい味で、生姜が足したければ卓上に生姜があるのでそれを足してっていうのができるので、好みによって足せるっていうのと、あとは結構体がポカポカになるのでそれもいいかなと思います。なるほど。お待ちください。23出します。ですがね、こちら塩の卵のお客様からです。はい、お待たせしました。気をつけておろしてください。うちの常連さんは塩食べる率がすごく高くて、そうなんですね。生姜立ってるんだけど生姜だけじゃなくてちゃんとこう旨味があるっていう、その塩だれを作るのに結構時間かけて作ったかな。で、外規制です。はい、そちら失礼します。はい、お願いします。片野3つお願いします。はい、貸しました。お後が3つとその後がつけ300お願いします。はい、気をつけて下ろしてください。そうですけど。綺麗な感じです。はい、続いてこちらも背脂、卵の並びで。なんかあるようでなかった。よくその新潟の燕と長岡を融合したみたいなこと言われるんだけど、別にそういうつもりじゃなかった。俺バランスうまく保てて美味しくできたら背脂生姜なんかいい響きだなみたいな、なんかこうね創作意欲がこう出てきちゃって、そこからこう作り始めたんですよ。どうせだったら3本柱にして生姜醤油、塩生姜、背脂生姜にしたらどうかでつけ麺バージョンも作ってみたりとかして、あ、これ美味しいなっていうのができたから。
油で少し甘みがありつつ生姜のピリッとした感じもあるようなちょっとこってりな感じはしますけども、まあでもなんかよくある背脂のラーメンよりかはすっきりとしている印象があります。お後のつけ302ついただきました。よっ。ありがとうございました。激レバーつけ麺の的が辛味噌お願いします。よっ。はい、203ミリ。200の普通です。お願いいたします。90番様出ます。この餃子なんかは新潟の業者さんに作ってもらってる。そうなんですね。餃子の中にもう背脂と生姜がたっぷり入ってるんだけど、で提供するときはこれをさらに上に背脂かけて、生姜バーン乗っけて、それをソースとしてこう絡めて食べてもらう。はい、以上です。背脂餃子がめちゃくちゃ美味しかったですね。はい、餃子のタレとかそういうのつけずに、もう背脂のタレが濃厚に、あとネギが濃厚に乗っかってて、もうタレなしでそのまんまバクバク、あれもかなり温まる味でした。新潟の長岡の宮内って町があるんだけど、そこにね青島食堂ってもう本当有名な生姜醤油ラーメンの老舗のお店があって、もうなんかそこはもう本当に地域じゃ有名で、中学生の頃自転車で10キロぐらい離れてるところにしょっちゅう自社工場に食べ行ってた、でまあいろいろあり学校途中で辞めたりとかしてるうちに将来こうどうしようかなって考えるようになってきて、でやっぱその料理は結構ちっちゃい頃から好きで、育った新潟のラーメンをなんかやりたくなって、やっぱ自分の幼少期に食べてたものに自分が一番美味しいっていうラーメンを作りたいっていうなんか本当なんか純粋な気持ちからそこにこうなってって、もう思い切って新潟ラーメン専門店にしよう。新潟ラーメンって何？今でもやっぱそこまで認知度がないで、なんか勝手にこう新潟親善大使みたいな、自称親善大使みたいなことを言いながらやってきた自負もあるから、まあ目的としては新潟ラーメン、新潟の食文化を、ラーメンという食文化を全国に世界にみたいな、まあ自分がね生まれ育った故郷だから少なからずこういう形で恩返しができればな。
ダブルね。ハンター4番さん、お願いします。鉄板焼肉に使う豚ハラミですね。うまみと脂身もほどほどあって、そのバランスが本当にいいんですよね。でもともと僕が福岡のね食べてたお店でもずっと豚ハラミ使ってて、自分が食べてもそれ美味しいと思ったんでそのまま使ってます、豚ハラミ。中にはホルモン牛ホルモンとか使ったり鶏を使ったりとか、されてるところもあるみたいですけど、僕は本当に純粋に自分が本当に惚れたものをちゃんとやりたいなと思ってるので、そこは変えずにやってます。1日大体この5バットぐらいですかね。1バットが3キロで、1日そう大体そうですね、15キロから20キロ、忙しい時でって感じですかね。すごい量ですね。そうですね。共同本店はもっともっと使うんですけど、倍ぐらい使っちゃうんですけど。1日何食ぐらい売れたりとかするんですか？どうなんですかね。最近でも本当にすごい食べる方が多くなってきてて、ダブルとかトリプルとか、そうなってくると結構なんとも言えないんですけど、100食とかそのぐらいじゃないですかね。共同だともっと出る？いやもう共同だと全然もっとですね、多分200何十とか300ぐらいいくんじゃないですか。これはまたちょっと違う部位ですね、お肉の。これは豚の腕ですね。はい。通常だとミンチとかにするようなそういう部位ですね。どちらかというとちょっとやっぱハラミ内臓系ってちょっと食感があるので、少しちょっと柔らかい肉も入れたいなと思って、うちはちょっとこの腕を入れてますね。いろいろ福岡のお店でも本当にもっとたくさんいろんな部位をミックスしてる店もありますし、そこはお店のそれぞれの独自のオリジナルというか、鉄板でジューッと言いながら出てくるんで、そういう演出もすごい良かったんですけど、どこにもない食べたことない味だったんで、最初そこでまず衝撃で、僕は本当すごいハマっちゃいましたね。そっからもう僕一時期すごい時は本当に毎日食べてましたね。昼行って夜も行ったりとかするぐらいちょっと中毒になっちゃって、そのぐらいやっぱり好きだったし、そんな食べ物で今までないんで、これをもっともっとですね、いろんな方に広げていきたいなと思って東京に出てきましたけど。これで終わりです。こんな感じですね。結構な量。これで3キロ。3キロですね。はい。
キロぐらいとかですかね、10何キロ。今1台しかないんで、うまくタイミング見計らいながら、だいたい全部で蒸らしまで40分ぐらいかかるんで、それを予測しながら炊いてますね、いつも。僕終わったもう。それでは下変わってもらっていいかな。これできるだけまあもったいない、芯も美味しいんですけど、芯は外してます。はい。キャベツはこれ1日何キロぐらい使うんですか？何キロぐらい使うんですかね。だいたい1日まあ4ケースぐらいですかね。なんで20何キロとかそのぐらいなんですかね。結構多いですね。いやでも全然少ないですけどね。強度はもっともっとその倍以上いっちゃうんで。でもそれは全部手で切ってるわけですね。そうですね、全部手ですね。大変ですね。でもまあでも慣れたら全然すぐですよ。まあ、形っていうかサイズ感も結構こだわってるというか、僕はまあそのやっぱり福岡で食べてたそのお店もまあ何店舗かあるんですよ。で何店舗かあってその店舗にちょっと実際スタイルがちょっと違うんですよ。で僕はそれをまあいろんな店舗の一番いいここがいいなっていうところを取ってこれかなみたいな感じでやってますね。はい。まあハラミのサイズに合ってるかなと僕それも思いますしね。バランスというかお肉のですね。他の店とかこのままこれでどんどんで終わっちゃうんですよ。めっちゃ早いんですけどね、多分ね。これで何キロぐらいなんですか？これで多分まあさっき3玉なんで、まあ全然普通に3キロぐらいじゃないですか。1袋3玉ずつやってますけど、福岡の僕が好きなお店とかだったらもっとすごいですね。パンパンに入れてますもんね、キャベツですね。はい。これだけでも相当な量。そうですね。まあでも全然1日で使っちゃいますね。そうですね。これだけしかないんでそこがまたいいんですよ。味付けもでも本当シンプルですよね、すごく。もう塩と、あとはまあちょっと油に関してはちょっといろいろと独自で配合してるんで。辛味噌もすごくやっぱ秘伝なんで。どういうものをなんですか？何種類の何とかなんか言える？もうね、それもね、もう言えないんですよ。申し訳ないんですけど。スパイスがそれもう全く言えないです。申し訳ない。どうしてもですね、ここが本当に作るのも私しか作ってませんし、スタッフ社員の子たちにも教えてないので、もう誰もいない時に僕が作ってます。例えば共同店とかでしたら僕夜中に行って、ここから帰って
で共同着いて12時前ぐらいに着いたら、そこからもう大体みんな共同店のスタッフが帰ってるんで作ってですね。夜中にやってるんですか？そうですね、夜中に。その辛味噌はその、はいどうやってたどり着いたんですか？なんかまあその僕が行ってた好きな大好きなお店は結構皆さん親戚とかみんなでやってるみたいなんで、あんまりその身内外の人には教えないというか、だからもうなかなかその味を知るっていうのは難しいんで、いろんな人たちが調べてるんですよ。で情報がいっぱいあって、辛味噌はこうやって作ってるらしいよとか、まあ、そういったものの情報を全部仕入れて、で自分で作りながらちょっとこれはこうだなとか、まあ、いろいろ本当調整ずっとしながら、でもちろんお店にもそこ食べ行って味見して、ちょっとこうかなとかって考えながらやってましたね。このレシピたどり着くまで何年ぐらいかかってますか？いや全部で言ったら本当に何年かかかってますね。でも20年前にも一度この焼肉を作ってみようって言って、まあ、その再現したいとかやってことは一回あって、ただ全然形にならなかったんで話は進まなかったんですけど。もうじゃあ言ったら20年前ぐらいから考えてはいたってことですか？そうですね、本格的に研究しだしたのは10年前ぐらいからですかね。ありがとうございます。はい、そうです。はい、熱いんで気をつけてくださいね。どうぞ。どうもありがとうございます。いや、もうパクリやろうとか、まあ、シンプルにそれが多いですね。いや、例えばテレビとか出ても、パクっとうのによう出るねとか言われたりするんですね。それに対しては後藤さんどう？まあ、その通りだなと思いますけど、僕はその別にどうでもよくて、僕も実際その転勤族というかいろいろ地方に飛んだりしてることよくあったんで、その時にやっぱ自分の地元の味が恋しくなるんですよね。リアルななんか福岡のローカルの味とかを東京で食べれたらどれだけ嬉しいだろうなっていうのはあったんで、そのパクリがどうこうとかは別にどうでもよくて、嬉しい人いっぱいいるでしょ。それで嬉しくない、良くないっていうふうな気持ちですけどね。あ、これマジ本当福岡の味やねってやっぱ言ってもらえるのが一番嬉しいんで。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お一人様。はい、こちら奥でよろしいですか。いらっしゃいませ。お一人様。こちらです。ご注文順番に伺いますので少々お待ちください。はい、いらっしゃいませ。2名様。はい、どうぞ。一人前2つ。小2つ。はい。あ、それやっていいよ。ありがとうございます。はい、翔くん、ご飯お願いします。カンター看板さん。はい、すみません、大変お待たせしました。はい、すみま
これで水分がなくてね、すぐ。すいません、お待たせしました。焼き肉一人前ですね。食べ方大丈夫ですか？焦げやすいので混ぜながら食べてください。新下期間一中高いです。この棒を端っこに入れてもらって、そうですね。で具材はちょっと避けてもらってスペースを作ると油が溜まるので、そこにこの感じ。辛いの好きですか？はい、僕からが好き。ああ、じゃあもうこのぐらい入れていいと思います。で焦げやすいので混ぜながら食べてください。お待たせしました。火を使って鉄板の下に端っこに引いて斜めにするんですけど、溜まった油に特製の辛味噌を溶かして、ラー油みたいなのを作ってつけながら食べてもらったんですね。で最初はそれもなんか僕も聞いた話なんですけど、もともとはなんかお客さんが勝手に始めたことらしくて、そうなんですよ。福岡の僕がよく行ってるお店もそうだったんですけど、棒が置いてあるんですけど昔なくて、みんなタバコとかライターを端っこに置いてやってたらしいです。だからなんか話によるお客さんが編み出した技みたいな。ありがとうございます。はい、そうです。はい、足に気をつけてくださいね。どうぞ。どうもありがとう。お子さんよかったらアメちゃんがあるけど。食べてよ。はいよ。はいよ。はい、よろしく。テーブル5番と1枚目、1.5人前ね。はい、どうぞ。熱いんで気をつけてね。熱いですか？はい。これではね。もう多分20回ぐらい来てるんじゃないかな。辛味噌がなんか無性に食べたくなる感じ。なんかお酒と一緒に食べたい感じになっちゃう。基本的にいつもベーシックな、斜めにしてなんですけど、そのままの味も美味しいんで、最初はつけないで食べてもらって、そこから徐々にこうつけ始めたりとかそういうのがおすすめですね。鉄板って面白いのが、最初の焼肉とちょっと時間が経った焼肉がどんどん変化していくんですよね。鉄板の熱で例えばキャベツがどんどんこう火が入ってクタクタになって甘くなっていくんですよね。そしてその最後の最後もその甘いまたキャベツも最高に美味しくて、そういった意味でやっぱ鉄板ってそういうストーリー性がある。どうもそうね、ありがとうございます。レモンサワー急いでね。でこっち洗い物ちょっとやっつけてください。何人前分ぐらい作れる？大体作ろうと思えば8人前ぐらいできるんですけど、あんまり一気にやっちゃうと火力が追いつかないんですよね。作れなくはないけど、やっぱり美味しいものは
っぱり炒めた方が絶対美味しいんですよ。だからまあ一番ベストなのはやっぱ4人前とか3人前焼くのが一番ベストです。1人前がどんくらいの量入ったでしたっけ？お肉が150近くとキャベツが150近くですかね。トリプルとすごい量になる。すごいです。でも結構います、食べる方。止めますけどね、一応最初にね大丈夫ですか？ダブル、はい。中飯、はい。ご飯たくあんつけてもいいですか？はい。ダブル中たくありです。テーブル1番さんとカウンター6番さん。ダブルね。カウンター4番さん。はい、これダブルですね。食べ方大丈夫です。はい、これが手に混ぜながら食べてください。福岡にいる時点で勉強して試行錯誤しながら作ってで味ができたってなってそこからまあ本当にじゃあやりましょう。ただ福岡にはいっぱいお店もありますしいろんなお店がじゃなくて東京とか福岡の美味しいものちゃんとした福岡の味をお店としてやっていければまあお客さんは喜んでもらえると思うし福岡の方はもちろんね東京の方もやっぱ喜んでもらえると思うって自信があるんで。お客さんが食べてもらって、本当こう美味しかったね、当たりだったねって、思ってもらいたいっていうこともあるし、大当たりって、多分小さい頃から皆さんくじ引きとかいろんなものを見てて、すごいやっぱりいいアドレナリンというか、ことが多いと思うんですよ。だからお店の名前も大当たりにすることによって目にもつくし、見てすぐ覚えてもらえるかなという部分でもむちゃくちゃいいなと思って。共同も最初1年間ぐらい本当に全然お客さん少なかったですしすごく大変毎日ビラ配ってビラ配ってたんですけどやっぱりその鉄板焼肉っていうものが知られてないしでなんていうのよくわからないんですよお客さんも、ありがとうございます。はいそうね足に気をつけてくださいねどうぞどうもありがとう。やっぱりその僕が好きな福岡でも有名なお店のスタイルをちゃんとやってるのは多分ちゃんとやってるっていうかその味を忠実にやってるところは多分うちだったと思うのでそういった意味でその喜んでくれる方もすごく多かったと思いますしもうむちゃくちゃ愛がありますね、このお店ができたことでも嬉しいですし今こうやってたくさんのお客さんに広まって少しずつですけど広まっていることがまた本当嬉しくて自分のね本当好きな地元の味が伝わっているのがすごく嬉しいです。赤ブランドみたいです。ああ、こういうコーラ、あれ、鹿児島弁ですけど、なんとね、ママの出身です。あ、いいじゃん。あ、オッケー。調整料金、すげえ久しぶり。なかなかないよ。あ、さっきの。できました。岩手は日本酒。だ。日本酒。このすき昆布いいですね。なかなかこれ美味しいですよ。美味しいですよ。岩手愛に満ち溢れたというか、地元を感じられる心温まるお店です。そうだよね。
これでお米を炊きます。今回はちょっとこれにしてみましたね。ゲイビ一目惚れ。南部鉄器になるとやっぱ普通の釜で炊くと違うんですか？全然違います。なんかみずみずしい、ふっくらみずみずしいですね。最高ですよ。刻み昆布は岩手のやつなんですよ。でどこの食卓でも出る感じなんですよね。だからみんな懐かしいって言うんですよね、あれ見ると。どこにでもあるもんだと思ってるけど、意外と東京にはないかもしれなくて。油揚げと舞茸と一緒に炒めて、ごま油が決め手ですね。出来上がりです。ひよこ。出来上がり。これは岩手のやつですね。ひっつまむだから引きちぎるとかひっつまむだから取って投げとも言うんですけど、取って投げるみたいな、だからその動作のことで小麦粉をひっつみるみたいな。岩手県は小麦粉の町なんだって。あんまりお米が良くなかったらしくて、だからそういう小麦粉のお料理が多いらしいですよ。ママ水豚は作っちゃっとく。注文入った時にポイポイ入れて、だからさ、ほっといた方がいいですよ。あと2時間ぐらい。うん。これも汁がこれで出来上がり。出来上がり。もう作らせて。めっちゃ煮干しですよ。煮干しだしの方が岩手っぽいんですよ。ひっつみはね。富士湯っていう岩手の醤油と、あとちょっと白だしちょっと入れて、だし入れて。これで煮込む。その日によって変わるんですか、メニュー。そうそうそう。何仕入れてきたかによって。今日ホタテがいいんじゃないですか。ホタテと短角牛はある時とない時があるんで、短角牛岩手です。調味料とかも結構岩手の。多いですね。そう。ほらね。エゴマ。これは高校生たちが開発したんですって。だから試しに使ってみてるんですけど、豚しゃぶサラダにかけたりとかして。醤油とかポン酢とかも大体岩手のやつですね。ラーメンのタレとかも。ラーメンお昼やってるんですか？そうです。火水木今やってて、
今日は三陸磯ラーメンをやりましたよ。岩手名物。昨日一緒に鶏を洗って、夕方5時ぐらいから鶏を洗ってで4時間ぐらい、そう煮込んで桜の色これいいでしょ。これ見て、南部せんべいですよ。よし。そうだし。雨の日はね、ほぼ見えないかも。こんな感じでやってます。これこれこれすき昆布。すき昆布。ああ、すき昆布。これすき昆布。これがすき昆布。肉じゃが。ロールキャベツ。ロールキャベツ。ほうれん草。のおひたし。のおひたし。ああ定番ですね。今日はね。うん。ちゃんとほらそばっちもあるじゃん。岩手のキャラクターそばっちもあるし。何そうだよ。ここは花巻。花巻花巻。で大谷君の出身の欧州でしょ。今日はチーム大谷ですよね。チーム大谷。チーム岩手じゃなくて。チーム岩手。チーム岩手。じゃああれですか、日本酒をいただけますか。あ、日本酒、日本酒行きましょう。何から行くか。じゃあ私水仙。水仙。ああ。でしょ。はい。と赤部ですね。水仙の人。はいはい。 1、2。あ、俺は。2じゃないの？はいが2個。赤部にする。赤部の純米酒なんで。赤部を飲みました。もしかして飲みたいでしょ赤部。赤部は飲みたいです。いいよ、じゃあシェアしましょう。じゃあまずはどうも。お疲れ様です。いただきます。いただきます。あ、いいね、美味しいね。美味しい。いいですね。水仙は震災で被災された酒蔵のお酒なんですよ。水仙さんって大船渡のお酒なんですけど、一生懸命こう立ち上がってるのが赤部ももともと王子じゃないね。今盛岡の方にあるんですけど、もう今となっては岩手の人気のね、若い人にそうなんだ。なかなか東京でも飲めない酒なんですよね。でもよく赤部。そう。赤部はね、常にありますよ。あ、そうですか。そう。岩手は日本酒。だ。日本酒。だ。ワインもあるよ。すみません、ここから方面で行きましょう。そうすんで。シーンとしたね。そうすんべってもなかなか使わないかもしれないですね。裏は使うかもしれない。ソースンビアって言いません？ソースンビア？いや、多分それくじの人だね。そうだね。そう。上だとまた違うんですけどね。ゴジャンスとか言うんだよ。ゴジャンス。そうでゴジャンスとか言って。ございます。うん。なんだよこれ。鉄瓶。そうでしょ。鉄瓶。可愛い。それと岩手感を出してみた。可愛い。いやー。南部せんべい。ヨガベ？南部せんべい。ヤイガス。後であれ貼ってよ。シール。ああ、欧州にね。そう。来た人が貼ってる。そう。もうとりあえず好き昆布いただきます。いやこれはもうね、岩手といったら好き昆布ですからね。そうでしょ。そうなんだ。私はラブコンブって呼んでんだ。好き昆布いただきます。これ。これです。これです。これですか。あ、いい、美味しい。美味しい。さすが。さすが。この好き昆布いいですね。なかなかこれ美味しいですよ。ありがとう美味しいですよ。真面目に家庭料理の代表作。そうです。そう、本当。ひつみもあります。ひつみもあるの。米も炊きますよ。米も炊きました。南部鉄釜で炊きますよ。ホタテでこれ？そうですよ。岩手と言ったらやっぱりホタテなので、ホタテいいんだよね。やっぱりホタテいいよねって言っちゃえばね。そうだよね。だって不自由のあれとさ、不自由の醤油で焼いてんだもん。
ああ、それはだって俺この間ラーメン食べに来た八木沢商店のね、お味噌、あの味噌ラーメンを食べた。じゃあラーメンね美味しい。お昼美味しい。初めてですか？今日私初めてです。2人は2回目以降なんですけど、本当に岩手愛に満ち溢れたというか、本当に地元を感じられる、心温まるお店です。そうだよね。なんたってママがもう岩手の久慈出身で、もう岩手のことをいっぱいこう応援してくれてるお店なので、東京でこう岩手でこういろいろ出身のお店ってなかなかない中でも一生懸命やってくれて、すごくねいいお店だと思います。なんか岩手特有のなんかないの？日本酒。じゃあ日本酒だ。はい。なんか大人になったな。そりゃそうさ。7、8年分大人になるさ。みんなで乾杯しようよ。はいはい、しましょう。久慈川も飲んでね。久慈川。あ、久慈も出てもらえします。じゃあ開けます。はい。だからすいません。開けていいですか？もちろんです。すいません。ありがとうございます。すいませんね、セルフでね。久慈川。久慈川。倉井酒造。倉井酒造の酒で。なみなみと。あら上手。赤部です。赤部。絶対上に盛り上がってるこれ。赤部は一番人気今。ああ、いいっすね。久慈のこれ福来でしょ。福来ってお酒は久慈のお酒なんですけど、すっきりして飲みやすいですよこれね。でも辛口だけど適度に辛い感じでいいですよ。じゃあホタテ3つにほうれん草を1人分ずつもらっていいですか？あ、ホタテ食べるんでしょ？食べてる。ホタテと塩辛。ありました？同じ会社ですか？ホヤ、誰かホヤ欲しいっつってたよ。そうだよ。あとひっつみ1とほうれん草1。よしこの生まれたところどこなんだよ？久慈市って言って青森との県境の海っぺりです。あった。そう。そう。ね。山が多い。表面張力いいの？ああ、いいですね。あ、いいか。久慈が。なんとね、ママの出身の久慈が。そうだよ。福来酒造の酒で煮てますよ。あら上手。そっか。あ、そうなんだ。あ、来ましたホタテ。いや、大きい。いや、大きいですね。大きいね。それいいね。強火で3分です。いただきます。どうぞ。いただきます。あ、ナイフとフォークいらないの？あ、もういいの。ガブリつき。ナイフとフォークいらないの？うまいです。プリップリです。あ、プリップリ。あ、いいね。いや、これ醤油もいいですね。あ、そうだね。確かに。そして岩手のお酒ですね。ああ、最高。素晴らしい。富士湯の醤油と。いや、都会でホタテ食うって贅沢だね。それいいね。強火で3分です。あ、そうなの。どうぞ。おいしい。ほうれん草だったら鰹節を。どうなの？醤油も岩手の。やっぱりこのホタテのこれ内臓の。ああ、うまい。内臓うめえ。味いいけどちょっと砂糖の方がいい。それがだから岩手の醤油なの。富士湯の醤油。あ、砂糖入れてるわけじゃないの。お酒と。お酒と醤油だけ。美味しい。それはどの醤油ですか？スイートココ。赤部です。赤部は一番人気今。
この方の私一番近所のうちのはつるっとさせるようにしてますよ。モコモコじゃなくしてる。喉越しがいいように。そうだよ。出来上がりです。ランチは家庭やって遊んでるの。はい、ひっつみができました。ひっつみ。できました。あ、素晴らしい。赤坂でひっつみはないよ。赤坂のひっつみはないですよ。もうザ岩手のもう郷土料理ってのはひっつみ。ひっつみ。いただきます。でもね、俺もひっつみしばらく食べてないもん。夏じゃん。うまいね。うまい。すごいですよ。上で岩手県の事務所がある。あ、そこでいいですね。美味しい。美味しい。あ、粉はだから粉はあ、じゃ岩手のやつ。岩手のやつですって。そう。調味料と入るのに味噌汁。でもね、この塗り箸って結構滑るんだよね。そうなんだよね。いただきます。本当にスーパーみたいな。360。そっちじゃなくてね。あ、岩手。あ、美味しい。なんで水豚ってさ、この遠くの方にあるんだろうね。あ、これですね。米が取れなかったんだ。これで合ってます。いや、合ってます。合ってます。合ってます。あ、じゃあもう合ってます。あと私好みの醤油硬さ。醤油ベースですよね。肉厚の感じ。ちゃんと寝かせてるんだ。だからさっきやった素晴らしい。さすが。やりましたよ。ちゃんとね、これで寝かせると美味しいんだよ。そうですね。いやー、ほうれん草ね、もうね、鉄板ですよ。醤油がございます。いやー、ありがとうございます。あー、ほうれん草。いただきます。なかったじゃん。いいね。釜石の藤井さん。これが美味しいですよ、やっぱりね。甘くて美味しい。でも沿岸の人は不自由ね。ちょっと甘い醤油。もうね、岩手言ったらもうほうれん草いただきますよ。鉄分たっぷりです。ほうれん草ね。もうこれをいただきながら。ママ、何？走ってもいいけど。そうよ。もちろん。あ、生きてるもんだけこれは美味しい。美味しい。美味しい。じゃあベアレン。ベアレン行く？ベアレン行きましょう。ベアレン行きましょう。岩手の盛岡の地ビール。ね。地ビール。地ビール。できるかな？ほらほら。やった。力いるもんじゃ。ついでにこっちもあげてもらっていいですか？いやいやせっかくだし。これは大狭間のさ、スパークリングチ。大狭間でさ、岩手県で作ってんの。その佐藤さんって人が。スパークリング作ってんの。そうだよ。ああ、ビールいただきました。はい。ああ、素晴らしい。というかさ、岩手って何？あ、岩手。黒い。黒いね。チョコレートですから。チョコレートですね。じゃこれも。はいはいどうぞ。スパークリングワイン。はい、出ます。はいどうぞ。乾杯。はい。もうちょっとこのこうちゃんこれが赤のスパークリング久しぶり、すっげえ久しぶり。なかなかないよ。イタリアとかで作ってるんだよね。ご一緒にいらしてください。奥さんは見たことないな。美味しい。美味しい。あ、これうまい。お互いやってる。こっちも美味しいです。そう。この人よく来てくれるんだよ。大狭間の。作ってる人。そう。本気でうまい。出てからすぐ売り切れるんだって。このパンフサイズとか。本気でうまい。これはすごいよ。好きか。出汁がいい。これは3人で飲むでしょ。この。うまいね、これね。いいね。うまい。どんぐらい3分経ったじゃないですか。ちょっと見張っといてプチって言った瞬間に激弱にするんですよ。そういう感じなんですか？そうだからここ今超大事です。プチって言ったじゃないですか。これで10ポロってこだろうって感じ。そうですよね。今でもやっぱ福島の人に怒られたりするよね。やっ
岩手の赤崎のやつです。ただうちのじいさんは牡蠣尽くしでやってくださいって言われて、で牡蠣グラタンもやろうかなって言ってやったんだけど。そう西郷先生があったの。途中でね、最後まで戦った岩手の西郷先生がいるんですけど、まあ今を考えればそれがなかったから今はこうなってる。だからそう確かに盛岡岩なんか盛岡あの辺に人があった方がよかったですよね。だから俺はもう本当にこの場所で悪いけど有史以来さ、でもほらみんなに良かったし成績ってないね。でもね。ないよ。昔よりもちろん小祝農場の美味しいやつですね。だんだ。うちのおふくろが広島に行ったから広島が実家だったんですよ。なるほど。広島に娘3人で行ってた移動したんですよ。で、おいこらって言うじゃん。おいこら、あれ鹿児島弁だ。おいこら。何をこれ？あれが鹿児島弁なの。だいぶうまいっち。ちょっと食べてみて。全国はい、できました。そうそうそう。美味しそうですね。ね、いいしょ。すごい多かったから。取って金使って痩せようとしてるわけでしょ。これビルダーのスクラップとかわざと白い汁を作ってまた行く。いいじゃない。と一緒や。いただきます。急に。坂本さん。わっこっちに。うまいよ、本当。でしょ。あ、これ食べるの？これ。そう、セット。じゃあ少し食べる。米マジ美味しいから食べてみて、米も。まだ食べないけど。うまいね。すげえ香り。あ、マジで？美味しくない？何個できたの？美味しいでしょ？うまいうまい。これだけで食えるんだよね。うん。よくないこれ？いや良すぎるよ。あ、ヨガベ？我々は一旦。おお、健介じゃん。おお、久しぶりです。一旦じゃあ我々はしましょう。入れ替え戦。入れ替え戦。じゃあ来るぞ。まだ頑張ってお会いしたね。ありがとう。いや、あれ。ちょっとファンですか？ありがとうございます。いや同じ髪型じゃん。一緒じゃん。いや、これ外さないから。メガネ。頑張って。いや。じゃあ、お疲れ。ありがとうございます。肉じゃがくれ。いいっすね、肉じゃが。よしこそれ作ったらラーメン。はーい。帰るってちょっと帰っちゃった。節子さんまだいるよ。うん。いてけでって言ったもん。そうだね、美味しくないから。何？悪いやつだなみんな。さっきの。何？悪口はやめてけど。でもラーメンだけうまいでしょ。ラーメンだけはじゃなくて今米もうまかったのに。そう思ったろ。でもめちゃめちゃうまいですよ。そうだよ。じゃあ、ママ。じゃあ、give me。赤身がね、すごい噛めば噛むほど美味しい感じですよ。県庁さんだよな。あんたの影はあったで。ああ、ね、そう思わない。テレビを食ったらもうなんか。スナックって流行ってるんですよね。そうですかね。食べない。はーい。いいでしょ。会社のいわゆるそういうのが。赤むくとかふのりとかは岩手のやつ。あとは磯ラーメンだからホタテとかタコとかさ、そういうのを見てるんですよ。それも岩手のタコとホタテを見て。今週も一杯頼むよ。県庁の人がはい、待ってみーだ。今日はすごいと思った。まだ当たってる。マスタードケチャップ何かけんの？見てやんね。ローキャビはまんまでいいんだよ。まんまでいいの？
あ、いいじゃん。節子さん、俺に。あ、そうです。節子さん、飲むの。あ、そうですか。待って、そんな遅い時間じゃないでしょ。何でですか？できました。よし。薄かったらさ、言って。あ、オッケー。秘密のタレがあるんですけど。へーはいよー。でも健介もだよ。健介は後でだよ。あ、後か。そうだ、ラーメン飲んで帰ろうぜ。ほら、少ないよ。少ない？ちょうどいい。ちょうどいいでしょ。あ、よし。せっちゃん。よろしく。お久しぶりです。お久しぶりです。母ちゃんが作った感じのラーメンで、アメリカから美味しいと思う。なんでだね。確かにのんべいにはそのぐらいの塩がいいね。ちょうどいいでしょ。ちょっとこう濃いめにした。そう、最後には全部やってますが必要なんで。そうだな。言われてるねんだ。海の幸はずっと大好きで、おばあちゃん家が魚屋だったりしたんで、元ホステスなんですよね。で、私15歳までしか岩手いなかったんですよ。で、ずっと帰ってないし、ちょっとそろそろね、親とかも呼びたいな。岩手酒場って言ったら喜ぶかなと思って10日間を3セット岩手回って自分の久慈市だけじゃなくて広いんでいろんなところの農家に行ってみたりいろんなもの食べてみたりして酒屋とかねでやったのが7年半前ですね。ご両親が実際来てくれて来ましたよ。ここで天ぷらも母が揚げたりしましたよ。3年4年ぐらいコロナの間岩手県民一人も来なかったんですよ。でやっと最近ちょっとずつ来てくれるようになったんでまたちゃんと岩手酒場っぽくしたいですね。岩手の人たちとこの地元の人たちと昔のお客さんそういう人たちがいっぱい増えればいいな。チャーシューでございます。ありがとうございます。想像以上。げんこつですね、豚の一応30キロですね。この一つの寸胴で30キロ、ね。げんこつ30キロと今、豚の肩ロースが、22本かな入れたんですけど肉は2時間ぐらいで抜くんで一晩炊いたのがこの状態ですね。これは今日使います。これがだからちょっとややこしいんですけどうちなんかこっちにもあるんですけどちょっとややこしいんですよね。これも昨日のやつなんですけど昨日の残りですね。これも味噌に使う。これ昼間の味噌にのみに使うやつでこっちは昼間はほぼ塩と醤油しか使わないですこれは。で塩と醤油使ってこれ残るんですよね。
塩と醤油で全部はできないんで、その残ったのをこの状態にして明日また味噌に使うというローテーションみたいな感じになってるんです。あ、これニンニクですね。2種類ですね。錦糸メンマっていうすごい細いのと、あともう1個極細。極細でもそんな細くないんで、もうちょっと細い方が好きなんで、2種類ちょっと混ぜて食感がちょっと変わるような感じ。これ結構煮込むんですけど、結構コリコリした感じで、ちょっと回しながら煮込んでいくような感じですね。なるべく良くていいものを探したら、ちょっとたまたま兄弟子からちょっといいとこ紹介、北海道もあるよっていうので、そこでちょっと、まあ安くはないですけど甘みもあって奥行きもある感じですね。6キロぐらいあるんじゃないですか。6キロ7キロぐらい、こういうのは全部手作りでね、お客さんに伝わるのかどうかわかんないですけど、でも個人のラーメン屋はやっぱり店主が、ね、朝から全部仕込んで全部味付けして、こう、ね、営業中も店主が作って、そういうラーメンが僕は好きなんで、そういうのも古いんじゃないのとか言われる時ありますけど、なんかね、なかなかやっぱ難しいですよね、人に任せるって。人に任せてて、心配でしょうがないんだったら自分でやった方がいいですし、だから、セロリもあると思うんですけど。なんかこう粗いやつがダメな感じ焦げちゃうんで、粒が粗いとちょっと。3温と薄口醤油と3温とだけですね。これもすぐ使わないんで、ちょっとつけて冷まして冷蔵庫入れて、まあ、使っても今日の夜の終わりぐらいか明日ね、1日ちょっと置いた方が味入っていくんで。ここで味噌をずっと測るんで、ラップくるんで。前はだからもう全部一人でやってたんで、だからまあ今いるんでやってもらってますけど、1年ぐらい前までは一人でやってます。教えてできるようになったら、ね、すぐやめちゃったりとか。
続かないですよね、基本的に人は。僕のせいなのかわかんないですけど。こんなね、劣悪な環境でよ。もう50度ですからですね。50.6度。50.6度。夏場だからオープン前にもうヘロヘロになっちゃいます。なぜかホットコーヒーなんですよ。毎朝。いやなんかコーヒーはホットなんですよ。僕絶対に昔からなんですけど。もともとほら札幌ラーメンってそんなに濃厚じゃなかったんで、初めの札幌味噌ラーメンってなんだろう、味噌風味の塩ラーメンみたいな、そんな感じですよね、もともとは。それにまあ炒めた野菜、まあだからラードとニンニクと青りが入って塩ラーメンにちょっと味噌溶いたような感じのイメージだったと思います、初めの頃は。それがだんだんちょっと味噌が強くなっていって、やっぱりね、濃いものってなってて、すみれさんとかの創業者の方がもっとこう一風変わった、もっと濃厚で北海道らしいこう、ね、寒くても食べない美味しいようなものっていうラードがこうピッと張って味の濃いスパイスの効いたラーメンを考えたんですよね。今はこれがなんか王道というか札幌ラーメンはこれみたいな感じになってますけど、もともとはなんだろう、もうちょっとあっさりで。まあ、技術はその教えてもらうっていうことがないので、味噌を特に作る古い職人の方が奥でずっと営業中にちょこちょこずっとやってるのを見てて、まあ僕も覚えたんですけど、朝仕込み早く来て早く終わらせてちょっと練習してみたいなのを繰り返したんで。まあ、西山ですね。札幌の西山店。そうですね。卵麺っていうのがまあ札幌ラーメンの麺のこだわりとかっていうよりも、北海道から麺を送ってもらってるんで、だからその状態の方が大事なんですよ、僕は。作った時は最高でもボツボツ切れるんだったらもうボツですし、だからここに届いて輸送で中2日ぐらいかかるんですよ。でこの気温じゃないですか。で冷蔵で送るわけじゃないんで。だからいい状態で使えるものですよね。まあ最近メンマ入ってないラーメン屋も多いんであれですけど、メンマってなんかほらさっきもやったように別に僕計量カップで分量測ってとかってやってないじゃないですか、なんか修行先の時から覚えて、まあ、あと自分のちょっとアレンジも入ってますけど、メンマの味付けとかってなんかその店主のなんか味が出るというか、なんかだから他のラーメン屋さん行っても店主さんが仕込みされて朝からちゃんと仕込んでるお店はメンマ食べたらなんかこういう味付けが好きなんだなとか思いますよね。なんかね、メンマってだから意外に脇役ですけどちゃんとやってるところ行ったら面白いですよ。メンマは多分店主の好みだと思うんで。ラード、ニンニク、もやし、玉ねぎですね。あと、それ味噌を焼くんですよね。
無調整の豆乳ですね。とあとウスターソース、最後に山椒とまあ唐辛子とかですね。香りが結構重要なんですけど、味噌焼いた時に焼いてくるの香りですね。あと出来上がった時のラーメン出来上がった時に上がってくる香りがあるんですけど、昔こういう香りしてたよなっていう香りが僕の中ではあるんですよ。それが結構重要ですかね、自分の中では。でもそれがなんかもう全然説明できないんで、なんか先輩たちとかと喋ってて、なんかそう昔こんな香りだったよねっていうのはよくね話してることありますけど。でもチャーシューでございます。熱いのでお気をつけください。はい、それ用意しますか。美味しいわこれ。想像以上。チャーシューも美味しかったですよ。重い感じがないからすごい女性でも食べやすい。今回大盛りじゃなくて普通の並で頼んだんですけど、いや大盛りの味玉トッピングで僕生姜がやっぱり美味しいなと思って、やっぱりなかなかったら濃いだけだと思うんで、ちょっとこうキリッとした感じを出してくれるのがすごい好きですね。何回目だろうね、10回ぐらいいやなんか紹介しまくってるんですよね。でそれでみんなにも知ってほしいなっていう感じで、まあちょっと連れてきたりとかしたので、いや他もちょっと食べてみたいんですけど、で美味しすぎてなんか味噌食べないわけにはいかないなっていう感じですね。で目でも
すごいなんか香りが良くて美味しかったです。うまい。うまい言葉が見当たるんですけど、すごい美味しいですね。本当に味噌が香ばしい、なんか焼いてる感じの、多分普通は溶かすだけだと思うんですけど、なんか本当にいい感じに焦がしたとか、焦げ臭さとかももちろんないし、でもちゃんと香りが立つように味噌を炒めてらっしゃるなって、はい。麺もうまいね。ちゃんとなんか手作り感がある感じですね。なんていうんですかね、普通のメンマと違いますね。なんか煮込んである感じの、美味しいです。でももらったら貼らないとね、もう貼れないようなの持ってくる方もいるんですよ。ちょっとこれさすがに貼れないよねこれっていうそれはちょっとお蔵入りしますけど、バタバタしちゃうから会話はほとんどできないですけど、仕事中は、そういうのは楽しいですよね。いろんな人が集まってくるんでね、ラーメンって。いきます。離れてる方が思い出しますね、やっぱりね。こうやってこっち来てやって、どっちかって逆にこう昔に戻ってってるような感じですかね。なんか記憶をたどりながら、当時僕が修行する前に、すみれ出身者っていうのも何軒かあったんですけど、そういうところの味とかもやっぱりなんか影響を受けたりとかしてるんで、なんか昔の味たどりながら、昔はここはこうだったよなとか、こんな感じだったよなとかっていう考えながら作ってるかもしれないですね。修行先のだけじゃないですか。全く安心はしてないし、体が資本なんでね、こうやって毎日やっぱりね、40度50度の中でやるからいつまでやれるのかなとか考えますし、名店なんで先輩たちもそうそうたるメンバーがいるんで、やっぱり簡単にやめれないですよね。やったらもう続ける、やるしかないんで、年何回かこう集まって兄弟子たちもありますけど、やっぱり現場立ってる人が多いんで、うちのやっぱりその門下というか、そういうの見ると、なんかこんなことで悩んだらダメだよなとか、全然まだダメだよなとか、今しょっちゅうありますからね。やって店主が朝から厨房入って作って、1回のラーメンを提供するっていうのが、体が動く限りは。そうだ、ありたいですね。ご紹介して美味しそう。忙しいでいいんじゃん。次はかぶりです。右が浜行。東京の人たちは知らないというか伝えきれてない。
これは牛すじです。まず最初にちょっと圧力をかけて柔らかくして、で細かく切って串に刺して、その後鍋で煮込むと。牛すじはやっぱ硬いので、お酒、料理酒、日本酒入れてちょっと柔らかくする、で次が大根を切ります。はい。静岡おでんのその味の特徴ってなんかどう違いがあるんですか？牛すじと醤油のベースなのかな。色が黒っぽいっていう黒おでんとかよく言われますけど、どうしても継ぎ足し継ぎ足しでやってるとああいう色になってしまうんですよ。あとはそこに例えばその黒はんぺんとかナルトとか練り物のうまみが入ったもの。私は静岡出るまではよそのおでんを知らなかったんですけど、ちょっと薄すぎて色も味も薄すぎてこっちのおでんとかあんまり好みではないというか、やっぱりそのおでん単品に考えたらいろんな考え方あると思いますけども、こういう居酒屋飲み屋でお酒と一緒に飲むんだったらやっぱ静岡おでんぐらいちょっと濃いというかパンチが効いてた方が多分お酒も進むし、お客様もその方が喜ぶんじゃないかなと。おでんはその切って串に刺すんですけど、そこから鍋に入れて味が染みるまでに時間がかかるので、やっぱその分の時間も考えるとやっぱどうしても早くなってしまうんですよね。その上大根なんかは今作ってますけど、これは今日の分じゃなくても明日の分の大根ですから、1日置かないとやっぱり味が染みなくて、牛すじもそうですね。やっぱ肉に味が染みるのに時間がかかるので、今作ってるのももう明日明後日の分なんですね。具材って何種類ぐらいあるんですか？全部。今はここに貼ってあるものは全部なんですけど、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14ぐらいですね。静岡っていうとロマンスとか、スーパーブームも一応静岡ですとか篠田はんぺんあたりですかね。静岡から入れてる大根牛すじ黒はんぺんがトップ3ですね。やっぱり静岡おでんを知ってる方は一番最初に出てくる名前ですし、静岡おでんの目玉みたいなものなので、地元だと黒はんぺんとは言わずに普通にはんぺんで通じるんですけど、もう小さい頃からありとあらゆる料理に、静岡の料理にはそれが入ってて、はい、毎日食べてましたけど、私は。これが篠田巻きです。篠田巻き。だから魚の練り物の棒状にしたものに油揚げを巻いて、揚げてある。これも焼津から入れてるんですけど、静岡おでんならではのタレですね。これが、ロマンスと言われている物体ですね。ロマンスも結構篠田に近いんですけど、白身魚のすり身を板状にして焼いたものなんですね。これもかまぼこみたいな感じなんですよ。練り物なんですけど。で、本当は静岡だと三角とか門焼きとか、そういう名前もついて出してるところもあるんですけど、こう静岡とあるお店でロマンスって名前でそれを出してて、そのなぜロマンスとか言うのかとか、そういう面白いエピソードもあって、とあるおでん屋にこう女性の店主がいて、その女性の店主に惚れ込んだお客さんが
そのお店に通い詰めて、毎回その白焼き、角焼きを注文してたらしいんですね。なんかその一連の行為がロマンティックだからロマンスいまだにロマンスって名前で売ってる店もあるので、知る人ぞ知る静岡おでんの種ですね。もつカレー、清水もつカレーっていうご当地グルメがあるんですね。特になんか清水がもつが有名というか、とある居酒屋がもつカレーという料理を出し始めて、でそれが地元の人にすごい愛されるご当地グルメになってて。和風テイストに仕上げてあるというか、白だしとかお醤油とか、そういう和系の調味料を入れて、お蕎麦屋さんのカレーそばとか、あっち系の味にしてありますね。その方が多分うちの店とかお酒とかもつにも合うので、静岡の方はどうだろう、もちろん地元出身の方、もしくは静岡に住んだことがある知り合いが静岡だっていう人が半分以上じゃないですかね。そんなにこのお店は立地がいいわけじゃないですし、お金を使ってネットでいっぱいアピールしたわけじゃないんですね。基本的に口コミなんですよ。だからそれはやっぱり静岡の縁の方ある方が広めてくださった結果ですので。今着てるやつはこれはもうエスパルスの今年の2024年のユニフォーム。静岡でやっぱサッカーがすごい盛んというか有名なんですね。静岡市に清水エスパルスっていうチームがあるんですけども、私の制服というか、やっぱこれを着てると気持ちがこう引き締まって仕事の効率も上がるんじゃないかなって。普通に着ててるって、たまに来るのは師匠ですね、春風亭昇太師匠。昇太師匠はガチのエスパルスのサポーターなんですよ。そうなんですね。はい、大分とかそういうところも遠征で行っちゃうぐらい。師匠は一サポーターとしてエスパルスの当店に来てくださいます。普通にその仕事じゃなくて、試合に勝ったら嬉しいみたいな感じで来てくださったりしますね。これが牛すじの圧かけた状態で、これを切って串に刺していくんですね。でこの残っただしは、おでんのだしにそのままなると。そうですね、このうまみが凝縮したスープが静岡おでんの、ね、最も大事な部分なので、今日はだいたい4キロぐらいかな仕込んだの。4キロ仕込んだんですね。4キロ仕込んでもどうだろうな、3日ぐらいでなくなってしまうので大変ですね。まず牛すじだしを入れます。で次に、醤油ですね。醤油。これはもう静岡から取り寄せてる静岡県産醤油という地元のお醤油を使ってます。あとお酒はもちろん静岡のお酒を、これは本醸造ですけど、浜松の花の舞さんのお酒ですね。静岡の地酒。またもう砂糖を最後に入れて、
あとこれを加熱して、そしたらもうだしですね、これが。そうですね、まあ3分の1ぐらいはずっと継ぎ足しのものが入ってるので。その味付けとかはどこで学んだんですか？父がずっとですね、家で角打ちみたいなお店をやってたんですけど、そこで静岡おでんをずっと出してて、その味を私が引き継いだと。お父様の父ですね、そっくりですよね、私に。やっぱこの味は父の味ですし、ただの静岡おでんじゃないぞっていう、構造の意思を継いでるんだぞっていう。ちっちゃい頃から静岡おでんを結構もうずっと食べてたってことですか？もうそうですね、3食おでん、黒はんぺん、お弁当もおでんみたいな高校の時なんかはあまりにも弁当とかご飯におでんとか黒はんぺんばかりでよく喧嘩してたんですねそんな毎日おでん食べたくないよみたいな黒はんぺんもういいよとかってよく喧嘩しましたね今度はこれで大根を作ります。150ぐらいで、あとここに大根があって、あとこっちにも他の種が入るので終わります。全部で200はある計算なのかな。割と1日でなくなっちゃう感じですね。まあ途中で何回も回転させるので200以上が出てると計算になりますね。フルで入ってこんな感じかな、多分。いらっしゃいませ。黒はんぺん2つと牛すじ1つと水が1つと300。まあそれ中華の7つですね。なんか島に出たのじゃないですか。大さんが超するんですよ。失礼します。おでんです。だし粉とからしですね。はい。ください。
静岡市のちょっと、西の方なんですけど、多分好みがあると思うんですけど、真っ黒なすっごい煮たおでんが好きな人と、ここのお店ぐらいのちょうどいい程よい感じの浅めの煮込みが好きな人といると思うんですけど、私はそうね、中間ぐらいが好きなので、ちょうどいいかなっていう感じです。はい。あとはこれだし粉を山盛りかけて食べますね、私は。本場で食べる味と比較して変わんないです。変わんないかなって気はしますけど。梅干しとか数引いてるからめんどくせえんだよね。ありがとうございました。最後好きですね。これこれ返しますよ。忙しいでいいんじゃん。お元気だから今日は席はないかもしれないけど。お呼びですか。おでん美味しかったです。黒はんぺんですよね、やっぱり。多分皆さんあんまり黒はんぺん食べないと思うんですけど、黒はんぺんやっぱり味がね、こうギュッとしてるので美味しいです。すごい。地元でも食べるんですけど、実は私お家ではやらないんですよ。串で食べるのが静岡おでんってよく言うじゃないですか。家ではねやってなくて、すごい新鮮で美味しかったです。我が家って感じでした。お待たせ8本ね。こちらでいいですか。はい。取りそうじゃない。これゼロだ。取りそうじゃない。いや、になるとか。今わかんないな。やめろ。っていうので、手がなさったら、もういい。篠田言いました。一番好きは篠田巻きと一番好き黒はんぺん、あと牛すじ。味変わってないので10年だけ9年前10年前全然味変わってないので、他のおでんと比べると味濃い方で、好きで美味しいです。スーパースーパーブってソーセージですよ。4つでスーパーブーっていうのはその静岡に米久っていう、肉のメーカーがあるんですね、でそこで販売している超粗挽きのソーセージのなんか商品名なんですね。言えばあれねって感じで分かってもらえます。美味しいよ。いいじゃん。これめっちゃ美味しいよ。普通のソーセージじゃない。そう普通スーパーで売ってるソーセージじゃない。6時45分で一緒にやるの。ありがとう。美味しい。美味しい。美味しいならこれやって。美味しい。美味しい。マリオで飲んでて。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。黒いはんぺん、おでんにも入ってるんですけど、静岡の人は多分黒はんぺんっていうはんぺんっていうと思うんですけど、はんぺんを普通にパン粉つけて揚げたやつですけど、
めちゃくちゃ美味しいので食べた方がいいです。はい。はんぺんフライもなんか静岡料理なんですそれはあれですよ、なんていうか聞いてはいけないレベルの初歩の初歩レベルの愚問ですよもう静岡の人イコールもうはんぺんフライ、いやもちろん静岡おでんなんですけど、静岡おでんと相格をなすぐらいはんぺんフライっていうのはもう当然あって食べるべしソウルフード。はい、じゃあちょっと誰かサポートよろしく。まずコロッケね。でその次炙り。右が浜行。はい。浜松餃子の定義っていうのが浜松市内で作られた餃子っていうだけなんですね、実は。だから私はいくらここで頑張って美味しい餃子を作っても東京で作られた餃子なんで浜松餃子って言わないんですよだからもうこれはもう本当に浜松の方から取り寄せてる餃子を。そうなんです。こっちがしらす餃子です。はい。あとなんかマグロ餃子とかもあったりしますけどね、お店さんに。浜松出身なんですけど、浜松餃子いただいてすごく浜松感じました。美味しかったです。はい。静岡の由比とかあの辺でしか取れないんじゃないですか。お願いします。ありがとうございます。おでん以外でなんかおすすめのメニューってありますか？焼きそば。全部はそれ以外ある。基本的に藤野焼きそばって、まあ、レギュレーションが何個かあるんですね、肉かすが入ってるとか、麺は富士宮の指定の構造で作られた麺しか使っちゃいけませんとか、あと、まあ、だし粉っていう削り節がかかってるとか、あんまみんな知らないんですけど、作るのに免許が必要なんですよ。その免許を取るにはその富士宮焼きそば学会っていうそのオフィシャルの団体があって、その団体の主催する富士宮焼きそば講習会合宿みたいなのに行くんですね2泊3日でその富士宮の、まあ、地域の歴史だったりきちんとしたものを学んだ上で、まあ、実技のテストっていうんですか、そういうのを受けた上で免許改善になるんですよね。それを経てないと本当は富士宮焼きそばって名乗ったらいけないんですよ。すみません、お待たせしました。こちらでございます。
三島 100% のコロッケ、他のコロッケと違って美味しいですよ。三島コロッケめちゃくちゃ美味しかったです。実は初めてだったんですけど、はい、すごく美味しかったです。乾杯で。ナイス。静岡のお酒って何個かあるって一番有名なのは多分おそらく磯島焼津のお酒が多分一番有名なんですけど、他にも結構いろんなお酒がある中で見るとでも辛口ってそんな多くないんですけど、日本刀っていうお酒は美味しかったです。辛口が私好きなんで。静岡は水がやっぱりすごく美味しい。中部地区なんかは南アルプスの天然水みたいなのがやっぱ流れてきますね。大井川とか浜松といえば天竜川、東に行けば久慈川、すごく水のきれいな川がいっぱいあって、あとは最近は静岡の手誉れ筋っていう、お酒専用のお米を静岡で独自で作ってて、静岡のメーカーはすごく今日本酒お酒作りを頑張ってるところなんで、やっぱ当店としてもそれは応援したいなと。富士宮地上に叩きて食べたんですけど、富士宮って市区町村でいうと養鶏、鶏を育てる中でなんか日本一らしいんですよ。県でいうと違うらしいですよ。宮崎とか鹿児島とかあるんですけど、市区町村で入ると市でいうと、一番らしいんですよね。その地鶏なんで有名なんですよね。なのでそれは美味しかったです。大学で東京に出てきて、大学卒業した後に、こういう飲食とは全然関係ないテレビコマーシャルの制作の会社で3年ぐらい働いたんですね。でもなんか、あんまり自分に向かなかったというか、本当毎日怒られてて大した仕事もできずで、ロケの当日にお弁当の発注忘れてたとか朝スタッフが何十人も集まってきて「あれガッツ弁当どうしたの?」って言ったら「はあ」みたいな今でもそれは結構トラウマになってて疲れてくると夢に出るんですよこのままだとまずいなと。で新しいビジネスを何かやろうと、自分にしかできないこと、武器というかなんだろうって突き進めていったら、小さい頃から父が作ってたおでんだったり、静岡に対する郷土愛みたいなのがあって、本当に静岡の美味しいものを紹介するお店っていうのが当時全然なかったんですよ、これはもう俺にしかできないだろうと。全然飲食の経験とかもなかったんですけど、やればできるさみたいな、その浜松とかだとやらまいかとか言うんですけど、もう自分にしたら自分はその時にはもうそれしか選択肢がなかったんですよね。やっぱ静岡の人って皆さん静岡が大好きなんですよね。郷土愛がやっぱ他の地方の人の話聞いてても、やっぱ静岡の人はみんなすごい強いよねって言われることもあって、私自身もそう思ってて、今静岡の人口がどんどん流出してて、とても困ってるんですね。すごくいいところですし、やっぱその良さっていうのをまだまだこうね、東京の人たちは知らないというか伝えきれてない静岡の魅力がいっぱいあって、なんかそういうのをこうね伝えられて、美味しいものを食べてもらってお客様も喜ぶ。で、そういう人たちがこう静岡に旅行に行ったり移住とかして、静岡の人たちも喜ぶ、みんなが喜ぶ。やっぱこれはやっぱ自分のやることじゃないかなって。
4日。はい。野菜たっぷり。めちゃくちゃなんか手が込んでるなと、はい、思いました。ちゃんぽん3丁で1つ麺少なめ。はい。ちゃんぽんの入れるやつの具材をまとめて頭に。14、15種類ものが入るから1個ずつ作れない。もうでも時間がかかるからね。入んなかったら、この前しか作れない。チキンカットの唐揚げが多いときは、こっちがメインに。なるほど。これをカットでまあ、これが。野菜が玉ねぎ、白菜、もやし、ニラ、人参、キャベツ、キクラゲも入るよね。
こでほとんどここだけ集約しないと人材が揃ってないから豚のげんこつと背骨だね。これは明日のスープですか？明日食べ圧力をかけるんですね。かけた方がよく出ます。そう圧です力側だとちょっと違う。何年ぐらい使ってるんですか？これそんな長く使ってない。すごく時代を感じるんですけど。言われるだけだ。まさに。あとはまだこっちで見るから調整単品でずっと入れると時間がかかるから油類は油でまとめて醤油とかだしとかそういうのはそういうのでまとめて昆布とカツオニンニクの油それぐらいあと野菜だねちゃんぽんは野菜から出るアミノ酸とかそれで甘くなる島原とかは鶏スープだけでやってるとこもありますよ40年ぐらいやっててやっとできたって感じどこがずっと大変だったんですか？大変っていうか未知のものだからなんかいけるかもしれないなっていうのを見つけたそれがいいか悪いかは今試してるいやこういう食べ物屋さんはもっと美味しいのって考えないと行き詰まり卵は唐揚げとかチキンカツにも入れるしあと卵料理ですね大体1日あれで毎日45は最低は金曜日とかは50とか55とか出るときは28とか39まで出る。調味料砂糖少し 100g が1枚1キロ10枚
食べない。Dia asli lagi.お米どちらのお米なんですか？福島で。福島の米美味しいですよ。真っ白で米だけで食えるみたいな。災害があった時に会津の人がお客さんにいて米を取ってくれないかなっていうから取り始めて、それからすごい量ですよ。大盛りサービスだから大盛り無料っていつぐらいからですか？もうずっとですか？奥さんのサービス精神がチキンカツもどんどん大きくなって家みたいな。毎回お肉溢れちゃうぐらい詰めるんですか？そうですね。ニンニクはどっちかっていうとあんまりなんていうの入ってはいますけど匂うほどではなく、肉は何使われて雲仙豚のひき肉ですね。血は豚は全部雲仙豚です。濃いっていうか美味しいです。肉の甘みじゃない。うちシューマイの本とかも出てるけど、シューマイも全部それ。育ってないから人が。これは唐辛子のセットって言ったらなんだけど。いろんな辛さが違うのとか全然入ります。麻婆とか、でもいろいろ作ると大変です。減らしたいんですけど奥さんが減らさせない。そうなんですか。お客さんがこう言ってるからああ言ってるからとかいらっしゃいませ。すいません。皿うどん3丁で2つ太麺、1つ白滝です。
てない。泡うどんの特に。はい、すいません、白滝です。あ、これは。こちら。すいません、すいません。坂本さんに行くときはやっぱどこは行かない方がいいじゃん。いやー、今までのちゃんぽんで一番かもしれないですね。細めにしようか迷って太めにしたんですけど、本当に良かったです。はい、すいません、シューマイ。はい、人気ありますよ。はい、どうぞ。あ、これそうですか。そうする、そう。まずでかいですよね。でもって味もしっかりしてて、これね、私はそのままいきましたね。そうです。ちゃんぽんのあんに絡めてでした。あ、それしたくなっちゃいますね。はい、それくらいあん美味しかったです。そうなんです。チキンテ5枚であるとホイコーロー判定。めっちゃサクサクしててめっちゃうまいですね。ボリューミーでめっちゃ美味しいです。大丈夫ですか。姫様、こちらでどうぞ。大丈夫です。全部上がります。はい。こちらでどうぞ。皿うどん太麺、ちゃんぽん3丁で1つ麺少なめ。バランスキャップです。皿うどんの後は全く置いてある。こ
長崎のちゃんぽん皿うどんっていうのはその中に入れる炭水みたいなのが長崎でなかったら使えないっていうのがあるんですよ。すいません、チキンで3枚5枚皿うどんです。4枚。すごい。お腹いっぱいにご飯が食べたい人のため5枚だけだとどうしても食べれないお客様がいらっしゃって残ったら捨てなきゃいけない。それはやっぱり食材に対して申し訳ないしもったいないので、じゃあ枚数を選べるようにして自分が満足できる枚数で召し上がっていただこうと思って唐揚げは4個1個チキンカツは2枚から234個って細かく刻みました、はい、やっぱりね満足して帰ってもらえるように枚数選べるけどね、いい調味料も選べるちなみにお気に入りの味変と言います。すいません、皿うどん太麺。皿うどんにゃんで一つ太麺、豚まぜ三丁とニラレバテです。重そうに見えるんですけど全然重くなくて、それでも中身はちゃんと詰まってて十分食べ応えがある肉々しい感じの餃子でした。4個入りのにしました。自分が想像してた唐揚げより2倍ぐらい味変みたいなのをしたんですよ。美味しくてそのまんまの味付けで全て食べてしまいました。名前が欲しかった。そこからじゃあ交代して見えます。重いけどね。重いけど。有効さんに小さいじゃない。あ、ほんとだ。すいません。どうございました。
唐揚げ上がります。豚まみらればなと同じ。広いからさ、新潟中心でも豚肉もすごく柔らかくてジューシーで、ちょっと外食的な味というよりは家庭の味をブラッシュアップしたような、あと人柄がすごくいいので、それでお店に来ちゃうっていうのもありますね。そうなんです。もう真っ暗な街だったよ。生活にも追われるし頑張らないと後ろはないです。気づいたらもう今になってるみたいな。そう早いです。最初は中華をやってて、それで長崎だからちゃんぽんをやろうかって話。そうなんですか。特徴だね。店としてしょうがないと伸びていかないんじゃないかっていう。ずっと小さい頃から食べてたから、ちゃんぽんもやっぱ最初は売れない時があるから、でもまあずっとやめずにやってきた。ありがとうございます。皆様こちらでどうぞ。本当はね、高くしたいです。食材はどんどん何でも値上がってるので、でも1000円で満足してもらえれば、まあ、お客様も嬉しいし、まあ、お店的にその利幅は少ないです。ほとんどない時もありますけど、でもやっぱり満足してまた来ようって思っていただけるのがやっぱり嬉しいですし、なんとかそれでやっていきたいと、ギリギリまでやっていきたいと今も考えてます。上がりです。出身は福島なんですが、沖縄に恋をしてしまったもので、多分おそらく100ぐらいあるんじゃないかっていう。青森も100種類ぐらいあるし、とても東京で食べられるようなレベルじゃない、現地行ってもなかなかこんだけのものは食べられない。豚骨と
豚足を出し用に煮出します。げんこつ、はい。で次に豚足。一回これを沸くまで。これはそれ沖縄そばの出汁ですね。はい。なかなかみえちゃんに会えないかもね。そうだね。ちゃんと沖縄産の食材を使って手作りで無課長でやるっていうのがまあうちの地方スタイルで、スープもここに今炊いてる豚とカツオのダブルスープとクリアな厚削りのカツオだしっていう、まあ2種類あって、そのスープも2種類選べるっていうのと、麺も茹で麺と生麺から選べるっていうので、こちらが沸いてきたのでフライパン洗います。一回沸いたらこれを洗うっていう感じですね。湯気が。えぐみとかそういう雑味がちょっと減るように、まあ綺麗に下処理、まあ、より美味しくクリアな味わいも出てあどうげんこつを割っちゃいます。中の髄のうまみがこっちの方が出やすくなるんで、あえて割ってうまみをより出しやすくしてますね。じゃあ隣行きますね。はい。ここが一応2号店の天作の花っていう。あっちは17年、こっちは14年やってます。あ、オッケーオッケー。バッチリ。で今かつおだしを仕込んでるんで、はい、たっぷりの昆布を今から沸く寸前に引き上げて。その後かつお節、沖縄のこの厚削りっていうのをドカンと入れます。血合いまで入ったかつお節。あれが一応沖縄の車麩。フーチャンプに使ってるお麩を水でたっぷり戻して、これ水は水槽で買ってるんで、沖縄と同じ海水状態にして新鮮な状態をキープして、でもう一つこれ今奥で、深めに煮込んでるラフテーがあるんで、2日かけて煮込んで、そうです。下茹でして味入りして常温でもう冷まして寝かして。調味料も沖縄から仕入れてるんで、波照間島の黒糖とか島のザラメとか泡盛など、あと、まあ、これには使ってないですけど味噌とかも沖縄から仕入れてる、あと塩も各種いろんなところから沖縄から入れてます。だから調味料も沖縄にこだわるっていうのがうちのスタイルですね。いかが
が味見してみて。はい、いい感じですよ。もうすぐでバシッと決まります。だいぶ染み込んでるんで。で最後またもう一回冷やした味をよく染み込ませて、まあラフテーは終わりって感じです。で次はこれジーマミー豆腐、ピーナッツを煮出したすりつぶして煮出した液体を今からこしていきます。ジーマミは沖縄の方言で落花生、地面の豆と書いて落花生のことをジーマミ、こちらでいうごま豆腐みたいな感じで練って固める沖縄の郷土料理ですね。でこの後このでんぷんで固めていくっていう作業です。うちの場合はその2種類のでんぷんをオリジナルの配合で入れて、これを今から30分ぐらい練っていく。でこれを今からこうやって火にかけて、こんな感じで5分ぐらい経ってくるとねっとりこういう感じになってます。これをこれからまた練り続ける2、30分。これぐらい照りと艶が出てくるとめちゃくちゃいい食感で、口当たりも滑らかで、はい、すごいとろっとして、これをタッパーに入れて冷やします。ランチメニューとなんか夜のメニュー違うんですか？実は、ランチタイムにも夜のメニューが食べれるのが結構割とうちの特徴で、昼飲みとか昼から沖縄の一品料理食べたい人もいらっしゃいます。結構メニュー数も多いっす。メニューがめちゃくちゃ多くなってきました。なんか沖縄に行くたびにこの料理再現してみたいなとかなんかそれをぜひチャレンジしたいなっていう気持ちが結構高まってきちゃうんで、沖縄のやっぱ良きものをなんとかこう東京で再現して、なんかもし皆さんにも知っていただけたらなっていうのが結構強くて。だしの効いたコロッケみたいな、すごい手間暇もかかるし、割と作る人も結構少なくなってるお料理なんですけど、それがなんか自分が表現したい料理としてはこう代表格としてお客さんに伝えてみたいなというお料理ですかね。これがタームっていう沖縄の里芋の仲間の田んぼの芋と書いて田芋。これでドゥルテンというお料理を作っています。里芋と比べてもでんぷん質が多いんで、すごいねっとり感、ホクホク感もあります。沖縄では昔から祝い事で食べられているお料理で、要は結婚式や冠婚、その冠婚葬祭、お正月とかお盆とかで食べられている縁起物のお芋です。それは沖縄の金町っていうところの農家さんの夫婦から取り寄せています。デルテン100個分です。はい。
1日3、40個出るときは出ますね。ドゥルワカシという宮廷料理がもともと沖縄にありまして、まあ、その見た目がちょっとなんかこの灰色っぽいところがグツグツ煮込まれているところが泥を沸かしているような、それで泥沸かし、ドゥル沸かしっていうね、ドゥルドロドロしているお料理ですね。だからこっちが創業当時から一応看板メニューにさせていただいているので、17年ですね。ちょうどそれぐらい作ってます。全部切り終わりました。すごい量ですね。3.5 キロ。それは味の決め手に使うルーテンの沖縄から入れてる味噌はこの久米島味噌だったり、他にも首里味噌とか3カ所ぐらい味噌は現地から仕入れてます。沖縄の糸満沖の 100% の海水塩。塩が沖縄ですか？そうです、沖縄産 100% ですね。これはサトウキビ 100% のザラメ、島ザラメ。だから調味料もね、やっぱ沖縄のやっぱ天然由来の調味料を使うとより美味しくなる気がします。っていう、まあ自分はそういうふうに信じているんで、まあ、それが結構ね美味しさの秘訣かなと。この芋を潰しながらだしを、かつおだしと、ちょっとしいたけのだしも少し入れて、でこんな感じでマッシュしながらだしで練り潰していく。最後炒めた野菜5種類混ぜていきます。じゃあかつおだしだけ今、確認して。これもうかつおだしが、かつお節引き上げて、これはもうかつおだしが今仕上がった瞬間、こんな感じで。マーサンドだった。ゆうこさん、ごめん、1本後ろ下がって。沖縄の塩とかにがりとかで合わせた調味料を最後入れて完成っていう感じで、沖縄料理の面白いのはその中国大陸と日本との交易もあったりとかしていたので、中国大陸からは豚のお出汁の文化で、日本からはかつおだしの文化っていうのを両方取り入れているのが沖縄料理です。こんにちは。3名様。はい。いらっしゃいませ。で、まあせっかくだから松島にいらっしゃい。スーさんかゆりこさん1人入ってください。1人入ってはい、いらっしゃいませ。はい、じゃあお好きなお席どうぞ。これだけ茹で麺、こっちが生麺。
3ついけます。ちょっと壊れやすい。ちょっとになります。2時間目以降ください。これが丸々。そこで。7番さん、ソーキそば出ます。はい、そうです。4種類かな。これが生麺、首里製麺。天のせ麺に対して。はい。お願いします。もずくの天ぷらともずくを乗せた冷やしもずくそばっていうのを作ってます。沖縄にはあんまりその冷やしそばっていう文化ない。こっちは暑いんで需要に応えるために、ただ山見島になんかもずくそばっていうのがあったり、それをヒット。850円頂戴します。1名か。これが沖縄産のうるま市から入れてるざるもずくのもずくです。もずくも今は2、3箇所から入れてまして、これはもずくの天ぷらとかもずく酢に使うもずくで、もう一つは石垣島の天然のもずくっていうのを使っていて、それはこのなんかざるもずくっていうので提案したりして、そうするとちょっと食感とか、なんか喉越しは結構また違う。そうなんです。5分半。で、味変で石垣島の生しじみというのがあります。お待たせしました。4年前から冷やしもずくそばです。こちらざるそばみたいな感じでレンジにつけて召し上がってください。これも沖縄から取ってる油脂豆腐、ちょっと柔らかい島豆腐を固める前の柔らかい音。
原さん、次のネギ用意しておきます。久米島産車エビの味噌そば。久米島の味噌を使って、この久米島の車エビを使ったものですね。頭ごと丸ごと食べれるエビ。そうだよね。そうそうそう。ちなみにこれも読谷村の、青天さんというところから直で入れさせていただいている飲み物用の琉球グラス。着々と。ああ、そういうことですね。逆にだから。これが沖縄の島胡椒、乾燥させたものとこれが生のもの、これを入れたハイボールで、これめちゃくちゃ珍しいです。青森のソーダ割りに島胡椒を浮かべる、全部沖縄産で始めます。なかなかでも評判が良い。島胡椒ですね。今日のお通しは何なんですか？今日は島セロリとタイモの水餃子。デルテン。はい。エヴァのご提供お願いします。今から作るのが鉛節の風味茶。宮古島の旧とかの伊良部島から鉛節っていうのも職人さんから仕入れてます。これは鰹節にする前の鰹の燻製ですね。泡盛でフランベ。下見してそうめんも沖縄のやつなんですか？はい、沖錦っていう、そうですね、沖縄で作られてるそうめん。はい、お願いします。はい。アレンジ料理で、フーチバーっていう沖縄のよもぎ、これです。よもぎをソースにジェノバ風にした透明チャープ。はい、ありがとうございます。これはフーチバーというよもぎと海ぶどう。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。上がりです。これ何でしたっけ？そうみんチャンプルのフーチバ。初めてやった。どれも本場の味がしました。今日は早めに出しました。ありがとうございます。とても東京で食べられるようなレベルじゃない、現地行ってもなかなかこんだけのものは食べられないっていうのを出していただける何に手間をかけて結構仕込みされてるんで、それがやっぱりすごいですね。定食セット、はい、わかりました。ジャンボピーマン、島人参、ピーチパインという石垣島の今が旬のパイナップル、それで酢豚を、これ豚足ですね。
はい何でしょう。ありますよ。隠れてると思う。そのバットのどこかに。高速とピーチパインすぐ手びち沖縄で、はい、あと島野菜ですね。このピーチパインがまたいい酸味が出て、お待たせしました。はい、手びちとピーチパインと島野菜の酢豚、西表島産の古代米、アンダース式、アーサー汁、チキナー、からし菜の漬物、油脂豆腐の冷ややっこ、これはお醤油とどうぞ。はい、お待たせしました。池君、手びちすべて大丈夫。いや、もう最高。島人参が美味しいです。ピーチパイもいいし。めっちゃ甘い。甘さがシカゴすごく感じられて、他とは全然違うなと思って、なんかその辺でよく沖縄料理屋歌ってるような店と一緒にしちゃうのまずいなっていう感じはしましたね。ブルテンっていうの初めて食ったけど、あれは相当うまかったです。ありがとうございます。あれは出汁の効いたコートで、違うメニューもいっぱいあるんで。でもう目移りしたってなかなかあれだった。またぜひ次回の機会に、はい。どうもありがとうございました。車の免許を沖縄に取りに行ったのがきっかけで、それから沖縄にこう惹かれてしまって、沖縄のこの食文化とか、自然とか人とか、そういったいろんなものにちょっと感化されちゃって。そういうなんか沖縄で出会った感動とかを、自分のようにこう知らなかった人とか、知っていただけたらなっていうのが最初のきっかけですね。今にももう沖縄にやっぱ最低3回は年に行くようにしていて、去年ぐらいはもう1泊2日とかでも含めたら6回ぐらい行ったんですけど。戦前戦後の沖縄料理の伝統的な家庭料理だったりを、あと琉球料理だったりを改めて今も学び直したりしながら自分の料理に取り入れてお店で表現したりしてますね。どんどん最近沖縄の人も沖縄料理を食べなくなってきたりとか薄れていったりとか、もしくはそれを伝える人が、おばあさん世代で途絶えてしまい始めてきていたりもするので、そういうのを改めてね、これからの時代でも、あえてこの東京でね、伝えていくことができたらいいなと思いますね。出身は福島なんですが、沖縄に恋をしてしまったもので、その思いをね、伝えていけたらいいなと思いますね。も
煮干しも種類がそれぞれあって、それぞれのうまみが違うので2種類を使用してます。平子の方はちょっとえぐみがあるんですけども、煮干しの味は濃い方が好きです。片口は上品な味わいの、だしかなと思います。お正月とかお盆とか親戚が集まるとおもてなしで出前でラーメンを取っておもてなしをするという風習もあるぐらいなんですけど、で僕もそう育ってて、僕小さい頃からラーメンの食べ歩きが好きで、それは、山形いた時も東京来てからもなんですけど、それでいつかラーメン屋になりたいなという気持ちをずっとあって、38歳の時ですかね、今から7年前、起業しました。山形って大きく地方が4つ分かれてるんですけど、僕が育った酒田という庄内地方の方は鶏の出汁と煮干しがすごい魚介が効いてるラーメンで、麺が手もみされた縮れ麺というのが特徴ですかね。僕たちの出会いは結構昔で、やめまだ奥さんがまだ高校生の頃から、付き合ってて、
に言う低温調理。産の背脂なんですけど、種類としては A 種と B 種ってあって、A 種の方がいいんですけども、その、A 種にこだわってこうトッピングで使用してます。これがトッピング用の背脂と、あとこってりで使用する背脂と、2種類に分けて使ってます。で大体固形にしてトッピングするかっていうと、背脂のうまみが溶け出す前に純粋のスープの味を楽しんでもらってから、固形を自分で潰して、そこに背脂のうまみが加わるとどういう味になるかってちょっとお客さんに体験してほしくて。日々お客さんその人その人で体調だったり気分だったり違うと思うんですけども、そこに合わせてうちのラーメンはあっさりだったりこってりだったり、あと醤油の薄口濃い口だったり背脂をトッピングすることで同じ一杯のラーメンでも違うようにこう味わえるような作り方をしているので、
背脂生姜ですね。はい、どうぞ。はい、チャーシューの大盛り背脂ですね。はい、すいません。はい、お先にチャーシュー生ハムですね。ありがとうございます。チャーシューの背脂ですね。中華そば。僕この辺で足立区で一番美味しいかなと思っててなんかよくだから来てますっていう、はい、2種類ありますよね。鶏と豚かな、種類が違うのも美味しい、なんか楽しめるし、はい。ごちそうさまでした。はい、またよろしくお願いします。前からやりたいって言ってたんで、やればいいじゃんみたいな
たくさんの笑顔と人のぬくもりを直接このカウンター越しで感じられるのがすごいいい部分かな、はい、日々思ってますね。毎週結構限定ラーメンとかも作ってるんですけど、日々挑戦しながら、味ももっともっと磨きをかけて美味しいラーメン作りたいというのはモットーなんですけど、山形の美味しいラーメン的なものはもっともっと広めていきたいなという感じは、思いはありますね。まずは仲良くやっていきながら、このまま、もっともっと美味しいラーメンを作ってもらって、お客さんに食べてもらいたいなと思います。100点レバーが来れば大丈夫です。大丈夫です。はい。そうだね。いらっしゃいませ。どこ座ろうかな。一旦こっちいい？そうだね。すぐ来るかな。こう回ってください。最後入れるもの。次年だよね。はい。霧島の方から取り寄せていて、お店始める前から。もう霧島の方にドライブに親とかと言ったら、もう今日霧島来たからあそこの鳥買って帰ろうよ、あそこのめっちゃ美味しいからみたいな、その鳥刺しをやっぱり使ってます、ずっと。私はここのがちょっと噛み応えがあって味が濃いので、それがすごい気に入ってます。鹿児島県はもうスーパーでも鳥刺しって普通に売ってるんですけども、めちゃくちゃ厳しい基準があるんです。なので鹿児島県から東京とかに来たらまず鳥刺し探す、どこで食べれるかなって感じで検索して、アルバイトの方も鳥刺し食べたいかなっていう感じで応募してくれる人が結構今までも。2020年。はい、じゃあ涼介さんできたよ。3時間ぐらいならもういい。子供向けしなそうじゃないですかね。聞いてないね。いや、聞いてると思う。聞いてるこれ。聞いてる子？聞いてる。めっちゃお湯みたいな感じだわ。鳥刺しのハマチャレ。これ2つください。なんでね、厳密に言うと。結局は誰もわかんないからね。なのでコンセント拾ってっていろんな醤油の会社ありますけど、金を使ってます。甘いです。これは鶏刺しバッチシ、肉刺しに合うって感じですね。熊本の馬刺しも結構甘いです。大学が鹿児島で鶏刺しあんま食べれる場所が東京ないので、東京来て初めて鶏刺し食べました。結構懐かしい気持ちにはなったかもしれないです。レバーの方がまだなんか。これは塩レバーといって鶏刺しとこのレバー、茹でたレバーがうちはツートップで人気です。これを低温で茹でるんですけど、今日450です。鶏肉専門店で買ってきてます。鮮度がいい。塩 20g 入れてるだけで、生姜とネギとニンニクだけで 20g です。鶏の生産って鹿児島と宮崎と岩手、その3つでほとんどなんですよ。もう 90% ぐらい全国で食べてる鶏なので、鶏はいろんな食べ方します。ありがとうございます。じゃあ次この砂肝茹でますね。砂肝私お弁当にもよく入ってました。ニンニク上手につけてもうパッと炒めてご飯もりもり食べてました。
塩味がついてます。そうなんですね。じゃあ5万ドルぐらい5万ドルぐらい手叩かないと。あ、それ撮影さこれめったにないと思います。らっきょう炒めるの。らっきょう。なんかね、東京の人はらっきょうをね、漬物だと思いすぎる。生が美味しいんですよ。食べます？やばい、ガリガリ。でも美味しいね。美味しいです。生でスライスして酢味噌で和えたり、塩昆布で和えたり、梅干しで和えたり。生美味しいです。食べさせたい。食べさせたい。食べて。美味しいです。エシャレットみたいな感じ。で、これ天ぷらとか炒めるとちょっと今度はとろっとします。塩振ってるだけでも何の味でもなるんで。ちょっとこのぐらい簡単に塩とお醤油ぐらいで食べたら美味しいと思います。休みがあって自分たちも海外から鹿児島のこれが一番美味しいんですよ、マジで。これしか美味しくないここのブランドが一番美味しいです、本当に。そのまま食べたらもう全然美味しいんですけど、ご飯にのせて、私は卵かけご飯子供の時からずっとやってました。これ生臭さもなくてすごい美味しいです。あんまり置いてないですね。鹿児島のアンテナショップとかしか置いてなくて、うちでも売ってますけど、枕崎鰹節を日本で一番ぐらい作る鰹節の産地なんですけど、その鰹節でもう捨てる魚のホルモン、お腹の内臓の塩辛です。捨てるところの塩辛なんですけど、豆腐に乗っけたりお茶漬けにしたり大根おろしに乗せたりしますけど、うちではスパゲティ人気です。ごめん、カツラさんとか見ててね、オーダーとかそちらお願いします。スパゲティマジでだって人気あります。もうダントツ出る鶏刺し塩レバーカルボナーラ、これが3つダントツです。でこれ美味しいって思ってて、バイトしてた居酒屋の店長さんに鹿児島帰ってたからお土産って言ったら、おおこれマジうまいよな、和製アンチョビだよな、スパゲッティマジうまいわって言ってたんですよ。あ、そっか和製アンチョビかって、その時まだ20代だったんですよ。それすごいって思ってすぐ真似して作って、ポンって入れてまでな。少なかった。あ、もう作んない、全部炒め物にしてる。混ぜて。ここに落ちない、真ん中に。そうなんだ。とても意識してますもんね。揃えるところの。みんな応援してる。うちがそれを見てんじゃないの？ね。こっちは青さ入りになります。あれ焼き肉書いてるからさ、はい、食べないでも7時から出れるって言われて、さっきまで大幅になってないんです。風飾ると楽しくなります。鹿児島でもゆかりもなかったんですけど、そう鹿児島料理って食べてすごく美味しくて、興味を持ち始めて、鹿児島知らなくて、それでついに鹿児島に旅行にも行ったことがあるんですけど、心のなんかビタミンみたいな感じ。お元気じゃないですか。なんか圧にやられないかなとか思いながら来るんですけど、3夜早く出てお店出ると、なんか元気になった気がするみたいな。全部おすすめ。さつま汁。でもまあ。さつま汁は
なんか豚汁の鶏肉バージョンみたいな感じで。鹿児島のやつなんですか？薩摩。薩摩汁、薩摩汁。薩摩の地鶏と、それから麦味噌。で、うちはオリジナルで生姜をたっぷり入れてるんですけど、やっぱ麦味噌が特徴ですかね。はい。麦味噌甘いですから。九州全体麦味噌かもしれないけど、鹿児島は完全に麦味噌ですね。東京の味噌すごいしょっぱい。塩分量全然違うと思います。はい、飲めますみたいな。映ってるって思ってなかった。飲めますよ。で、これ火ついてる？どんどんつけて、根菜とキノコからぶん抜けていく。ね、これね、入れて測るんだよ。じゃないと作りすぎるから。まあ、慣れてないうちは別にいっぱい味見するから。あとさ、これネギは半分に切るの知ってる？混ぜにくいです。必ず、短く。若いスタッフさんが多いのもなんか理由あるんですか？やっぱり上京してきて急に一人暮らしで何作ろうってなると献立に困る。一生困らない簡単な自宅の料理はできるようになるっていうのを売りにはしてます。応募の包丁の持ち方こうだよ。こんなの切らなくてもかじればいいんだからみたいな感じで料理を教えてる感じですね。もうね、献立困んないですよ、もううちら。料理とかもたくさん教えてくださるので、パワフルで刺激的な人。もともとバイトでした。店主であり、ちょっと友達のようであり、お母さんのようであるみたいな。まあ優しく見守ってくれるというよりは、もうなんか、ちょっとだらっとしてたら、こうどんどんなんか早くあれやってこれやってみたいな。でもやっぱり学校では教えてくれない。いや、本当ですよ。そうなんですよ。だってこんな一生懸命いつやってたかなと思ったよね。いや、本当ですよ。初心に帰るじゃないけど。本当だよ、必死で。お客さんもスタッフが成長していくのが楽しいみたいな感じで、一緒に楽しく成長できればなっていう。渋いの。はい、いらっしゃいませ。お待ちしてました。いらっしゃいませ。これちょっと同じやつにしちゃう。揃えちゃう。せっかくだから。鹿児島出身がなんですか？薩摩町っていう熊本の方ですかね。地図でいうと左上の山の中に。ここの料理の方が多分美味しいと思う。なんだろうな。でも鹿児島では日常だったんですけど、鶏の刺身を食べるってもう普通にスーパーで売ってて買ってきて食べるっていうのが当たり前だったんですけど、こっちじゃなかなか食べれなくて、やっぱ鮮度良くないと美味しくないしっていうので。鹿児島料理ってなかなかなんか豚煮たやつとか、そういうイメージだったんですけど、いやいや違いますよっていう感じで、私はある意味ちょっと鹿児島料理ってこんなのあるのこんなのあるのっていうのを知りました。ちえちゃんがシナモンなんだよね。だからちえちゃん。青さはね、今は指宿。その前は黄入れとかぬくみで買ってたんですけど、海から温泉がちょろちょろって湧いてるところがあると、ちょっととろみがあったりして。スーパーで買ったりするとこうバサバサパサパサしてるのが、それがなくてちょっととろみがあったり美味しかったりします。すいません、ありがとうございます。すいません。これは豚骨っていう鹿児島の豚の角煮です。鹿児島の角煮はスペアリブなんですよ。味噌煮。今ここ骨がついてるの分かるかな。骨ついてます。沖縄だとバラ肉なので油の層があるんですけど、鹿児島は骨付きあばら、味噌と黒砂糖と焼酎だけで煮ます。鹿児島の代表的な郷土料理ではあります。なんか昔って親戚とにかくドバッと兄弟も多いから、もういとこが15人いたりとか、お正月とかお盆とか、もう絶対今週はおばあちゃん家でみんなで集まるって、そういう時はもう必ずこんな大きい鍋でドカッと作って、
今でも田舎の方で大勢でお盆とか集まって食べるところは作ってると思います。だからみんなおばあちゃんの味みたいなイメージですかね。はい。もうちょっとかな。なんかね、チョコレートっぽくなるぐらいまでっていう風にみんなで言ってます。ここにさ、なんか風休み入ってて、うちのお母さんとこれ送ってたわけ。で、そしたら道間違えてるって言ったら金があって、お金があるって言ったらその電話もしてる。お店やってるんですって言ったら、本当にすごい来た。地産地消じゃないけど、その土地に合った食べ物を食べた方がいいとは思ってるけど、でもだんだん時代遅れかも。なくならないといいですけどね。なんかやっぱり難しいかも。これから豚味噌も作るけど、豚味噌とかはもう鹿児島県民も普通にスーパーで瓶詰めで買って食べるようになってるから、食べるけど作らないっていうのが増えちゃいました。並んだ方がおにぎりの中に入れたりとか、うちはきゅうりにつけたりしてる。常備味噌、豚味噌はうちの母のレシピですね。ちなみにこれ私味噌作った。この間作りました。鹿児島に帰った時に麦味噌を自分で作りました。これも使います。でこれマチルダ読めます？これ私の姪っ子の赤ちゃんの名前つけたのを味噌の名前に。マチルダです。シアトルに住んでます。じゃあそこで一回混ぜる。よく混ぜて。田舎の方の人はものすごく甘く作ります。私はそうでもないけど、でも多分東京の子たちよりはすごく甘く作る。そろそろいいかもね。はい、じゃあ最終的に火を止めて味見しましょう。よろしく、鹿児島の方でこの間初めていらしたんですけど、中学一緒でした。すごっ。世界狭い。そんなことあるんだ。後輩。吉祥寺で鹿児島料理を食べれるっていうのを見て、あ、次今度休みがあったら行ってみようと思って先週行ったんですよ、一人で。してママさんと会って、実は私鹿児島なんですよって言ったら、ママさんが私どこ出身ねって言われて、吉野、私も吉野みたいな。で偶然同じ、私東京出てきて鹿児島で会う人は初めてで、それが同じ中学の先輩だったんです。それがすごい衝撃でで、鹿児島で飲んでた焼酎、まあこれ御嶽なんですけど、東京に出てきて 2,3 回ぐらい飲みに出たんですけど、置いてなくて、そしたらここに置いてあったんで、すごいやっぱり御嶽が美味しくて、通おうかなと思って先週来て今日来ました。玉ねぎ、梅干しです。はい。さつま揚げ屋さんももう星の数ほどあって、自分のお気に入りのさつま揚げ屋さんがあるんですけど、私のは室味を中心に、あとその日の朝取れた雑魚と一緒に混ぜて練り合わせたものを鹿児島から取り寄せてます。東京に初めて来たの35年ぐらい前ですけど、さつま揚げってこんな平べったいのが来て、切って生姜醤油で食べるみたいなで、これさつま揚げってちょっとこれどういうことって思ったんですけど、まあ、鹿児島は本当に棒天とかちっちゃいコロコロしたやつです。OK、思い出した。ことは思い出した。はい。
例えばなんだけど、さつま揚げ鹿児島県民は言わないです。つけ揚げ。なんか油につけてあげるみたいな感じで、つけ揚げって言うんですよ。つっけ揚げとか。さつま揚げが東京に来た時に薩摩から来たからさつま揚げ。私たちはさつま揚げって言わないです。つけ揚げ。甘いものがなかった時代にやっぱり甘いものがごちそうっていうのがあるし、甘いものって多分脳が覚醒するような気がするので、みかんの皮とごまと鷹の爪、酸味です。これはなんかもう50年ぐらい前に薩摩町っていうところで町おこし、村おこしみたいな感じで作って、それがもう今ずっとつながってて、地元でずっと赤目なんですそれこそ曲がる鹿児島県民が東京に来て食べたいのにないなって探してるお菓子、みんなが大好きなお菓子、豆菓子ですよ。真ん中にピーナッツが入ってて、鹿児島ピーナッツも産地です。かなり。そうなんです。はい。宝は鹿児島に帰って毎年つけてます。お花で出す1年分だからもう高菜60束ぐらいつけるんです。大量につけます。母親のですね、完全にぬかでつけるのは割とうちの母はオリジナルに近くて、鹿児島とか九州全体が青い高菜でちょっと漬物をしたりすると思います。そうなんですね。そうなんね。なんだろう。全然知らなかった。そうなんですよ。ダイヤメは焼酎ですけど、ライチの香りがするんですよ。フルーティーな香りがする珍しいよね。芋焼酎って珍しいですけど、今まで芋焼酎でこういうのはなかったので、そう美味しいです。僕は芋臭い方がいいです。芋臭いのも好きよ。好きだけど、ちょっとこれも美味しいです。何でもいいわけじゃない。匂いだけいい。あ、もちろん飲んでいいよ。よかったね。あ、これは飲める。芋焼酎はダメなの。芋焼酎全く飲めない。そうなんだ。なんだ。ダイヤメっていうんです。ダイヤメ。ちょっとメモして。ドリンク頼んでもいい？飲むかな？これ黒いさ水ありです。大口のお酒です。芋臭いんですけど、でも後味すっきりみたいな感じですね。地元の人たちってみんな地元の焼酎しか飲まない。だから大口の人は大口の焼酎飲むし、近い地域の焼酎に多分味が慣れてる、舌が慣れてる。ありがとうございます。注文したものは食べましょうね。ルリカケス、これはね、黒糖なんですよ。サトウキビ。ちなみにルリカケスって鹿児島の県庁です。あ、そうなんです。県の鳥。みんなルリカケスは知ってるんですよ。いただきますんで。じゃあね。ありがとうございます。はい、気をつけて降りてください。ありがとうございます。じゃあまた。はい。ありがとうございました。気をつけて。ここすぐ閉めないとバイ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 って落ちちゃうんですよ。あ、危ないですね。だから閉めます。最後入れるもの。味噌も手作り。年に2回ぐらい味噌作って、らっきょうの季節はらっきょうを漬け込んで梅干し梅取ってとか、そういう風に昔の感じをそのままだったので、ちょっと東京に来た時になんかあれ買ったものとかそんな美味しくないなってちょっと最初思って、大学4年間楽しかったですけど、その後一応会社員やって。でちょっとだんだんあれなんかうちの母親の料理毎日東京で食べられないかなみたいな、そうすると母親ちょっとお母さんの料理美味しいからみんなに食べてもらいたいみたいな風に母に話して、野菜も食ってくれる、味噌も食ってくれる、漬物もつけて送ってくれるみたいな感じで最初スタートして、一人で行けるようなご飯とお味噌汁、おひたしが食べられるようなそういうお店が欲しいなと思ってで始めました。だから一人暮らしの女性とかは今めっちゃ多いです、来てくれるの。お花はね、ハワイ語で家族という意味です。
こう家族経営みたいな感じで、姉はこうハワイでインターネット経営やってもらって、私が現場で野菜とか味噌とか作るのが鹿児島の母みたいな感じで、最初その東京と鹿児島とハワイと離れてるけど一緒に会社作って仕事やろうかっていうのでスタートしました。お客さんの子供です。あ、そうなんですか。本当に3月まで2年勤めてた子も私の大学の友達夫婦の息子2年いた。だから小学校の時からご飯食べに来てたんですよ。いずれあれじゃないですか。今度は孫が来るんじゃないですか。いや本当そうだよね。あんたの子供雇ってあげるよ。いいの？いいよ。20周年のパーティーをしたんです。130何人でやりました。やりました。その時に入り口のところでお迎えしたのがこの爆笑した店主の等身大パネル。一人じゃ賄えなかったから。ただ今この小さいお店ではうざすぎるんで、私一人で普段は畳んでおります。20周年、次は30周年で騒ぎますね。はい。まあいろんな人のおかげで店は続けられますね。もうね、ラブでございます。それで鹿児島今度行ってみたいなって思ってもらえれば一番かなって思って。使ってないですけど、ボートなんで。これがおとつい炊いたスープで、これが昨日炊いたスープなんですけど、おとつい炊いたスープを営業用スープに使って炊いて煮出したっていう感じですね。今度は全部取り除いて使っておく。豚骨って白くなるじゃないですか、あれは長時間強火で炊いて白くしてるんですよ。白くはさせないでまあ、死にたんまではいかないですけど、まあ、こんな黄金色のスープで仕上げてる感じですね。まあ、あっさりですね。正月なんかっていうことは、なんか中国かどっかで習ってきてみたいな、そこから僕のおじいちゃんかな、が習ってきて、そこから開業したって聞いてますね。丸々だとやっぱりこう多分出ないんじゃないですか。これ本当にからずっとこういうふうにやってるんで、これ12キロかな。大変ですね。いやいや、慣れたらそうでもないですよ。普通にこれを割ろうとしたらすごい大変なんで、投げるように。投げるとこの部分で、あとここはもう全く力入れてないんで、この中で投げるような感じで、前屈の部分。
醤油ですね。そのつくし醤油ってやつを鳥取から取り入れてます。それがやっぱり上徳ラーメンうちの味なんで、この本家はこういう寸胴に全部味を入れて、そこからこうかけていく感じなんですよ。うちは返しをこっちに入れてスープを入れてって感じで、変えてるのといっぱいいっぱい作る感じですね。うちはラーメンの種類も多いんで、このスープで味噌ラーメンとか醤油ラーメンとかいろいろ作ってるんですね。これに入れちゃうともうこれ使えなくなっちゃうんですよね。いろいろ考えて試行錯誤の末これにたどり着きましたね。これはラーメンの突入ですね。もやしをキムチ用のもやしをいただきます。無料なんですよ、キムチ。うち大サービスで。最初そんなの何もなかったんですよ。キムチとかアルバイトとかなんかつけた方がいいんちゃうかとかって言われて出してみたんですよ。そしたらまあまあ好評で、そこからやめれなくなっちゃったんですよね。白菜が高くなってもうわすげえ、今もう白菜1個800円とかしますからね。なんか物価が変わりすぎてもう全く儲かんないです。ゴーゴーラーメンの時はもう300回以上出ますね。大丈夫、バッチリだ。紙ドックで鳥取のやつはもうちょっと太いんですよ。もうちょっとだけ。まあでもこれでも全然いいですね。完成。
本ってるのは使ってないですけど、僕なんて実際。ただ牛って黒胡椒があるじゃないですか。僕はうまいと思ってるんで、自分のうまいと思ってるのを出したいじゃないですか。それで、やってます。左を失礼いたします。大物に発生いたします。銀座に来るときは必ず、食べるような、なかなかないお店なんで、牛骨ならではの独特の旨味がありまして、なかなか他にはないスープの出汁が出てるって感じます。あっさりなんですけど、コクがあるっていう、そういう印象ですね。白、丼は豚ガミンタイプ。白大です。寒い。完成。白を頼みました。はい。牛骨ラーメンっていうのを今日初めて食べたんですけど、豚骨とは違うちょっと旨味があって美味しかったです。また来たいなと思いました。結構思ったよりさっぱりしたさっぱりしたんですよ。大盛り頼んだんですけど最後まで食べきれました。お待たせしました。お前に使いそう。はい、お願いします。了解になります。で豚丼もつけて食べてみたんですけど、それも美味しかったです。これ太麺、つけ麺用の麺、味噌ラーメン使ってます。ちょっと甘みがある味噌ですよね。人気ありますよね。味噌エースです。ラーメン、それ。はい。
手より800キロどうぞ。どうも出したー。はい。はい、先生、左を失礼いたします。マジェストオーバーで。はい。完成。左手の後ろだぞ。はい、150円です。幸せ。完成。
最初はちっちゃい店だったんですよね。海岸通りのちっちゃい店で、僕が高校2年か3年の時に国道沿いに大きく店を出して、もちろん兄貴がいたんでね、まあ継がなくていいよみたいな感じで言われてて、急にまあいろいろ事情があって、お前継いでくれって言われてね、大阪の料理の専門学校にそれで鳥取に帰ったんで、2010年にこっちに出てきたんですよ。それもこっちに弟がいてね、僕の弟がいて、まあ芸能関係の仕事しててね、どうしてもなんか上戸ラーメンを東京に出したいって言ってずっと言われてたんですよね。その時は僕まだ結婚してたんで、東京でそんな家族連れて出ていくっていうイメージが全く湧かなかったんで、ちょっと断ってたんですよ。だけどまあちょっといろいろあって離婚して一人になったんで身軽になったんでちょっと出てみようかってで1年間動画のその豚骨ラーメン屋で働かせてもらって、で2009年に東京に出てきて2010年にこの店を出した感じですね。僕の弟はすごい野心家で今ハワイでやってるんですけど、今やなんかもう路面店を構えてすごい売り上げがあるみたいですからね。年間の売り上げなんて銀座の10倍ありますからね。やばいっすよ。もうすぐ立ち抜きなんですよ。なんかこのビルの建て替えで洋画の店をなんか譲ってくれるっていう話が出てるんで、もしかしたら洋画に行く可能性が高いですね。やってみようかなとは思ってますけどね。やっぱ自分で作ったラーメンが美味しいって言ってくれると、ああやっててよかったなとは思いますけどね。おかけ入りますよー。ごきげんあなた送ってくれ。この中に入れていきます。1分ほど絡まします。その小麦を全体的になじませるっていうところと、小麦の温度を一応均一にさせるっていうところで、卵液っていうんですけど、炭水とか塩とかを使った液をつけていきます。これは麺に入れます。4、5分攪拌していきます。こんな感じで出来上がりが。これが一応この状態が僕ら粗麺って呼んでます。ここからいわゆる棒状になってくる。あ、そうです。バームクーヘンみたいな。ただその乾水入れてるんで、なんかその中華麺というか、はい、ラーメンに近くはなってると思う。
からこう出てきました。何キロぐらいですか6キロぐらいですかね。キロぐらい。これ1日分とかですかで、これが1回戦っていう感じで、1日大体3、4、5回回します。全部で何キロぐらい作るってことですか全部で4なんで、1回で6なんで、24キロぐらいですか。それが多分今日なくなるかなっていう意義がある。まあ、営業時間も長いんで、11時から2時ぐらいまであるんで。20キロ以上の麺が1日で。あ、そうです、そうです。それは。はい。これが1回目です。で、今から複合って言って、麺を、まあ、うどんで言ったらこうプレスみたいな感じですね。踏むような感じの、これをちょっと鍛えていきます。まあ、厚さは言えないんですけど、最初のところから最後のところを太くして、それを複合するんで、そこからまた太くなって、でもう一回これを繰り返して、で最後圧延って言って均等に厚さをして、そこからカットですね。ラーメンの工程に近いと思います。麺作る。こんな感じですね。綺麗ですね。結構今柔らかいです、まだ。本当にもう中太麺、珍しく焼きそばでは、はい、結構細麺が多いんですけど、であと独特のコシと、はい、あと歯ごたえも結構あるんで、太麺だとやっぱその普通の焼きそばだってしまうんですけど、まあ、中太麺でやっぱり食べ応えがあったりとかするんで、お客様も結構驚かれてますね。これうどんみたいな感じで。一応1日寝かせさせていただいてまして、はい、全体的に水分も行き渡って、あとグルテンが形成されるので、当日使った麺だとやっぱり歯ごたえだとかなかったりとかするんで、今やってる製麺は明日使うっていうようなサイクルでさせていただいてます。焼きそばで製麺、自家製麺って珍しい。珍しいですね。他にもないと思います。はい。まあ、そこも他と差別化ではないんですけど、できるところかなというところ。こだわりの羽釜です。麺を茹でる釜になります。こんな大きいので茹でるんですね。あ、そうですね。はい。多分入ってくると一番ここは湯気がバーって出てきて、一番目につくところだと思います。キャベツって何キロぐらいですか？あ、今日は少ないですね。いつもだったら15キロぐらい切るんですけど、まあメイン、焼きそばはメインなんで。15キロだったらそれ全部手で切るんですか？あ、全部手で切ります。毎日。背脂です。背脂。はい。よりコクを出すために焼きそばに入れてます。焼きそばに使うソースなどをセッティングしてます。すごい粘度がある。元々だったらその感じドロッとします。ああ。結構濃い感じの焼きそばになってますね。はい。関西のソースだと結構逆にさっぱりとした感じになりますね。その秘伝のソースは開発したってことですか？あ、そうですね。地元のその企業と社長が共同開発して今のソースができたって、オリジナルソースができたっていう感じですね。本当にもう今の僕らの中太卵麺とそのぼかけに合うソースが今のぼかけ焼きそばになってるって感じですね。本当に多分召し上がっていただいたら分かると思う。めっちゃ独特です。
ドロソースとは何なんですか？神戸のその辛口のソースになります。もともとベースはウスターソースなんですけど、そこをその煮込んでる時に一番下のそこに溜まったところを抽出して取ってるのがこのドロソースになってます。なんで取れる数は結構少ないみたいで、はい、ただ関西に行ったら5倍とかもあります、ね、5倍の辛さのソースっていうのは、激辛って書いてるんですけど、意外とそこまで辛くはないんですけど、すごい量ですね。何キロぐらい作るんですか？ 1.3 の4キロぐらいですかね。5キロか。それは1日でなくなる？そうですね。これ朝一で使うやつなんですけど、でしっかりずっと営業中も煮込むって感じです。トロトロになるまで煮込んで。何時間ぐらい煮たらこうなる？そうですね。でもこれはでも昨日夜炊いたやつなんで、だいたい3、4時間とかずっと、まあこのずっとこのガスの方に置いとくんであれなんですけど。牛すじとこんにゃくです。はい。一応牛すじは3種類使わせていただいてて、とこんにゃくで出来上がります。ブレンドした独自のぼかけ液っていうのがあるんですけど、それをぼかけでやることによって甘辛く煮込んでるんですけど、昔そういう作ります。ザラメと料理酒とみりんと甘口、たまりと濃い口、全部で4種。たまりを使うんです。はい。より甘さを出す。これはあれなんですよ、ベースになって、当店の肉豆腐だとか、あとはその人気の土手串のベースでなっていきます。もともとその長田でお好み焼きとかうどんとかに入ってて、ぼっかけが。そこで、まあもう焼きそばとかにもこう入れてなったっていうのと、あとプラスその阪神・淡路大震災の時に、その町おこし、長田の町おこしでぼっかけを広めようっていうので、全国的に多分広まったと思う。もともとぼっかけの名前もうどんとかにこうぶっかけて豪快にぶっかけてるとか、ぶっかけぶっかけぼっかけみたいなのも言葉遊びでできた名前ですね。なんで結構長田とかでも場所によっては筋コンっていう地域もありますし、ぼっかけっていう地域もあります。やっぱ師匠がそのもともと鉄板で焼きそばを食べてて、それですごいその印象が強くて、そこにぼっかけを神戸長田のソウルフードを入れたらどうかっていうところで当店のぼっかけ焼きそばが、始まりました。ちょっと東京の人用にじゃないけど、そういう調整とかもしてるんですか、味の？いや、全くしてないです。もう本当にもう神戸の味を再現というかしてるので、あくまでもその長田の神戸長田のぼっかけ焼きそばのところを再現という。お肉豆腐土手はすごい人気なんで、一品の中で。そうなんです。はい、せー3名様。はいよ。ね、入ります。ね、あげます。
け入りますよー。はい、失礼します。ボトルケース並みでございます。あ、はい。小袋でご用意させていただいてるんですけど、ご用意させてすみません。すぐご用意しますね。お待ちください。ちょっといいですか。ありがとう。はい、こんにちは。いらっしゃい。はいよー。おかげ入ります。はいよー。あ、そうです。これを最短でソースを絡ませることによってメインの痛みを最小限に抑えてるって感じ。これ多分独特なあれやから。全然僕のもっともっと前のプロですよ。これのあれ方は本条件をオープンした当初からですね。豚並。朝の番組と作ってる時の音がすごいっていうのを聞いてどうですかこのスタイル。匂いとか実際に焼いてる音とかが間近で感じられるのがいいなって思いました。そうです。あらちゃん。
マヨネーズもおかけしといてよろしいですか。和のおなんか一日何食入れるとか。大体昨日で230食ぐらいじゃないですか。それはその全メニュー合計で。いや焼きそばだけで。焼きそばだけで。230。一品料理とかに出るんですか？一品料理入れます。やっぱその結構飲まれる方も多いんで、はい、なんでまあ肉豆腐だとかどち焼きっていうのは結構すぐお出しできるんで、結構人気の商品ですかね。これは土手焼きです。これ甘味噌です。これが特製だれで。昼から飲む人もいるんですか？まあ、結構いらっしゃいます。はい。昼飲みされる方も多いです。自分らの一番商品はその永田レモンサワーというのがあるんですけど、はい、それがまあ一押しのアルコールのドリンクになってます。まあ、レモンを丸ごと1個使ってるんで、それにプラスしてそのおいちゅうっていう、はい、ありまして、中身だけのおかわりっていうそのお得に飲める限度がないんで 4,5 杯飲まれる方もいらっしゃいますし、はい。そば飯はなんか神戸のやつ。そうですね。神戸の長田のぶどうとその青森っていうお店があるんですけど、そこは一応発祥と言われてまして、結構長田の神戸の方ではそば飯は結構人気の商品なんです。まだまだ関東ではやっぱりそのそば飯って何っていうか、ご飯とそのそばを一緒に食べるっていうそのあれがないんで、習慣がないんであれなんですけど、神戸の方ではもう結構もう普通当たり前に焼きそばって言ったらそのご飯っていうのがあるんですけど、それを一緒に炒めてるのがそば飯になってます。当店のお話ししたオリジナルソースを、まあ、メインとして、あとはその関西のトロソース、辛口ソースもブレンドして作ってます。だから結構甘いっていうよりも結構スパイシーな感じの味付けにはなっていると思います。いらっしゃい。何回も来てて好きだったんで、ちょっと友達を連れてきました。でもお酒も飲めて、はい。そうね。で一番美味しかったメニューが、特にやっぱりモダン焼きのっていうのはね。焼きそば系も美味しかったですね。ホイル焼きもね。海鮮もすごい靴だもんね。もともとの1号店って明石にあったんですよ。2004年オープンのお店があって、ただそのコロナとかそういったところで閉店してしまって1号店が。で再出発っていうところでこの西葛西がオープンしたっていう感じです。この昔鉄板1枚のおばちゃんが本当に1枚鉄板で焼いてたっていうところの神戸長田の風情をもっとその世の中に広めたいっていうところで始めたのがこの長田本庄店なんです。でそこでまあそのぼっかけっていうところを神戸が長田が発祥だったので、それを使った商品っていうのでぼっかけ焼きそばを始めたっていうのが始まりです。はい、はい、ご案内しますね。ちょっとお待ちください。今
最近ではそのインスタグラムだとか SNS が発展してきて、海外の方とかも結構ご来店いただいてて、全国に6店舗しかないので、そこはもっと全国に永田本庄軒というこのぼっかけっていうお店広めれたら、もっと全国からお客様が来てくれるなっていうのは思ってます。この三宮が結構観光地というか、結構知名度がもう高くて、それを来店目的で来てくれてるお客様が多いので、三宮に関しては。西葛西に関してはまだまだそこまではいけてないので、そこの認知度っていうところをもっと広めれたらなっていうのは、味には絶対的な自信があるんで。本当なんか地元で食べてるって感じがしますね。刺身にした小さい頃の郷土料理というか、よく食べてたがメニューに反映されてこれが麦味噌っていう味噌なんですよ。それで作るんですよ。味噌なんで、味噌汁とかもこれでね、関東では使わないんです麦味噌って。でこれでこの豚と一緒に豚味噌を作る。結構がっつりますね。全部いきます。麦感がやっぱりすごい、麦も残ってるんですよ。これでも甘みをここでここからかなり砂糖入れます。やっぱり味噌はやっぱ味が濃いんで、しょっぱい感じはなくす、基本的に。これは今はうちはきゅうりにこの味噌をつけて食べていただく感じでお出ししてます。ご飯に乗っけても全然 OK だし、麺系に乗っけても、おにぎりとかでも全然、おにぎりの中とか。で最後にネギのみじん切りがあるんですけど、一煮立ちしたら OK。まあこんな感じで。これをしいたけに詰めたりしたこともあったしたり、お客さんからおにぎりくださいって言われたら豚味噌でもできますよみたいなメニューにはないんですけど、結構大きいですね。そうですね。手のひらぐらい。この形も中の具材もオリジナルにして、イワシを使ったりシイラっていう魚にしたり、あとはタイを使ってみたりみたいな、食べた食感も全然変わってくるのでですね、オリジナルでうちのために作ってくれてるさつま揚げになってます。胸身の部分刺身にします。表面を軽く炙ります。
表面がちょっと薄く焦げるぐらいで、結局これは刺身になるので、両面やるんですか？両面やります。備長炭です。まあちょっと皮をパリッとさせたいのもありますし、カツオとかもそうだと思うんですけど、わら焼きとかと同じ感じですかね。ありますあります。両面焼きます。蒸された味っていうか、炭の味が火力が強いのがいい。そうですね、やっぱ炭だと火力が強いので、文化的にはお正月に親戚が集まったりだとか、そういった時に、自宅で買っていた鶏を刺身やら焼きやらにしておもてなしをするっていう文化がありますね。各家庭でなんか鶏やら、生地やらそういったのを買って、柔らかく、それよりは柔らかくて、うまみが多い。鹿児島はもうシャモですね。薩摩シャモ。うちのこのシャモとの掛け合わせでできた肉なんですけども、鹿児島のエッセンス大いにある。この部分が軟骨なんですけど、そこは外して肉だけにして。旬。そのさばく技術みたいなのってどうやって身につけられたんですか？一番最初はお父さん、親父がさばいてて、それを教えてもらいました。お父さんの仕事だったので、お母さんは台所で他の料理をしてる間、お父さんは鶏を潰して、スーパーとかでも売ってるので、食卓にはよく並んではいました。スープも結構美味しいスープやっぱ鶏の油が違うんじゃないかなって僕は思うんですけど、油が乗ってるとここが真っ黄色になった感じでこう油が乗る。感じの魚小魚なんですけど、これは鹿児島ですね。ものによるんですけど、これは大きめですね。鹿児島では酢味噌をつけて刺身で食べてるのが多いです。刺身で出したいんですけど、すぐ傷んじゃうというか、なんで東京では出せないなっていう感じでしたね。そうなんですね。はい。こういった形でカツオのちょうどお腹の部分ですね、ハラスの部分、多分全体的に食べてるとは思うんですけども、うちは枕崎っていうところから取ってるんですけども、鰹節で有名なところなんですけども、そこから取ってます。ここで朝鮮漬けっていうんですよ。ニンニクが効いたおしんこみたいな、基本的に白菜、きゅうり、大根、人参に塩昆布。ゴーヤって沖縄じゃないんですか？
鹿児島にもありました。僕らはニガゴイっていうふうにスーパーで売ってます。普通に家で育ててる人もいました。家の庭で。南の方がポピュラーかもしれない。塩昆布、鰹節です。ゴーヤーの使った料理って僕らは味噌炒めみたいな感じで、ゴーヤチャンプルーの味噌味バージョン、麦味噌で、炒めて豆腐とかも入ってましたね。うわちっちゃい時から食べさせられてたんですけど、ちっちゃいので苦いんで大っ嫌いな食べ物でしたので、大人になってから好きになりました。黒ジョカっていう前割りした焼酎を温めて飲むんですけど、黒ジョカ、これさつま焼きになります。この鶏皿も、鹿児島から焼いてもらって送ってもらってます。お湯割りにこれさつま焼きって、はい、前割り焼酎も知ってますか？知らないです。事前にお水と焼酎を1対1で割ったやつを置いといて、そうするとちょっと焼酎の味がまろやかになる。これをこの黒ジョカに移して炭で温めて飲むと。この辺がこうザ・鹿児島で皆さん好きな感じだと思いますね。どれぐらいの種類で扱われてるんですか？7、80種類ぐらい。酒蔵は結構ありますね。100単位で。多分焼酎の種類だともっとすごい。どうぞ。じゃあ、いらっしゃいませ。長芋醤油ガネです。はい。鹿児島の料理で千切りしたさつまいものかき揚げなんですけども、カニに似てるんで、カニがちょっとなまってガネっていうネーミングになっています。方言で。炭酸で、はい、グラス2つで。まあ、各家庭料理で家庭によっていろいろ具がさつまいもと人参だったりごぼうの人もいれば玉ねぎが入ってたりとかいろいろ家庭で違う。
関東とかで食べるさつま揚げよりちょっと甘めで、みりんを多く使ってると言ってました。本当は山田にやらせたかった甘かったです。普通のさつま揚げよりかは甘くて美味しかったです。いろんな鹿児島っていろんなすり身屋さんっていうかさつま揚げ屋があるんですけど、小田口屋は結構もうなんか一口食べて美味しいって思いましたね。地方立証過去本ガネです。地方立証5点活用です。ご説明をこちらからもも肉、胸肉、ささみ、手羽先、一番下がレバーで砂肝ハツになります。醤油で食べるの。違うよ。結局鹿児島ってみんな甘いんですよ。醤油にしてもさつま揚げにしても全部甘いので、それに焼酎って合いますよね。甘いのとちょっと辛口みたいな感じで合いますよね。見えるようになったんで全然なんとでも3M って言われてるんですけど、森蔵、村尾、魔王っていう焼酎があって、作る量がそんなに作れない大きな酒蔵じゃなくてちっちゃい酒蔵なところなので、そんなに少ない量しかできないからプレミアがついてるんじゃないかな。鹿児島の人とかは3M のために高島屋のセゾンカードを作って毎月1日に予約しに行くらしい。なんでその 3M とかを仕入れられるんですか？その芋焼酎がこう着目する前から、地元の焼酎として出してたっていうところもあって、昔ながらの酒屋さんから仕入れられるようにはなってますね。九州の焼酎はすごい好きですけど、鉱山私は黒霧で育ってるんで世代的にできてる。ありがとうございます。
鹿児島の人は自分の住んでるところの近くに酒蔵があるんで、地元の焼酎がまたあるんですよ。何々市で飲まれてる焼酎があるみたいな。やっぱ地元の人は地元の焼酎を飲むかな。焼酎も指宿の焼酎だし、はい、さつま揚げも指宿のさつま揚げだしみたいな。どんだけ指宿好きなんだっつう話です。はい、炭火焼きです。お待たせしました。はい、柚子胡椒お好みで。はい。早いんですよ。熱々のチー食べるの。これ柚子胡椒じゃないの？なんかね、辛味噌みたいな感じだね。赤唐辛子で作ってるお店です。結構青いじゃないですか。普通は青唐辛子で作ってるんだけど、赤唐辛子で作ってるからちょっとあれより辛みが。いや、一枚になったからなかった。フルフルや。フルフル。はい、レモンサワーです。ちょっとしょっぱめです。だからお酒のつまみにちょうどいい。鹿児島カツオ結構食べます。捨てるとこはないっていう。うちは米酢をつけてちょっとさっぱりして食べさせるようにはしてます。はい、原川です。来ました。懐かしい。美味しい。普通のカツオのたたきじゃない違う食感。カツオの別な食感っていうか味って感じですね。自分のソウルフードみたいな感じですね。なんか若い20代前半の頃にめっちゃ食べてたっていう感じ。もうこれだけ食べれば結構。どちらからですか？枕崎、薩摩半島の本当南の。もうご飯にというか酒じゃないとそれだけじゃ結構。そうですね、しょっぱいものはしょっぱいもので、やっぱりこの原川とかカツオの酒盗とかそういうのも結構あるので、甘と辛でみんな延々と飲んでる感じになります。すいません。
はい、こちら冷や汁です。はい。焼酎にする。お願いします。チキン南蛮です。ありがとうございます。多分あんまり濃くない。食べやすいので、他のところと違う点はやっぱ食べやすさだと思います。多分タルタルソースが他のところより優しいので、どんな体調でも食べれるっていうの懐かしさはあります。そうなんですね。親が作ってくれるタルタルチキンみたいな味がします。日本酒が竹に入ってます。まあ、生竹を使ってるんですけど、竹の香りが日本酒に移るように、かっぽ酒って言って竹の中に焼酎を入れて、火にくべてちょっと熱燗にして飲むっていうところもあります。山の方は。冷やし茶漬けにハマった時期があって、俺の時に冷や汁作ったことが1回だけあった。味予想とかって豚のロース肉を麦味噌、ニンニクとか漬け込んであるものですね。間違いない。飲み出すのは上手じゃない、01も上手じゃないけど。うまい。焼酎に合うよね。味噌漬け焼きはそう実家でも食べてましたね。北海道の人がじゃあいくらとか鮭とか毎日食べるかって言ったら食べないわけですよ。それで一緒で鹿児島の人もそんな黒豚とかそんなの毎日食わないから庶民の普通に例えば鶏刺しとかそういう感じです。豚味噌もそうですし、広島の郷土料理ですね。おばあちゃんが作ってたみたいな料理ですから、懐かしいという感じで、だから鶏刺し食べたいけど出してくれるとこがないからうちで食べて懐かしいみたいな感じで出してくれるという感じですね。癖があって臭いっていうイメージでしたね、関東の人たちには。まあその中で僕はフルーティーだって説明してましたけど、まあそういう認識でしたね。受け入れられるかなみたいなちょっと不安ってあったりしなかったですか？不安はなかったですね。向こう出身の人ももう東京にはいっぱいいて、まあ、その人たちがいるから絶対その人たちも広めてくれるかなと思って、まあ、焼酎一本にしましたね。焼酎に関しては地元で鹿児島で飲んでるぐらいの同じぐらいの値段で出そうと思って量も、はい、焼酎ってそんなこうワンショットで飲むものじゃないなっていうのがなんかあって、焼酎に関しては安くで飲んでもらいたいなっていうのはもう昔からそうですね。地元から来られた時に言われるんですよ。これしか入ってないなとか高いなとか言われるから、まあそう言われないようにはしてます。そうなんですか。まあ郷土の人たちが懐かしんでもらえる店をできればいいなと思って、まあ、続けてきてるので、まあ、このままそういった気持ちで、
皆さんに来てもらえると嬉しいなとは思いますね。ただいまから生の枝豆を茹で上げますんで、よろしければオーダー今回りますんでよろしく。今から牛タンの関東炊きいきますけどどうですか？もうトロトロむけるやつです。めちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。後ろの方も1名様ね。はい。はい、かき揚げ。お支払いをどうしましょうか。現金で。現金で、はい、じゃあいただきます。冷やかけそばはね、東京のそばのざるそばと違って、つゆにつけるっていうわけじゃなくて、冷たいそばの中につゆをかけて、それを食べるのが冷やかけっていうやつなんですよね。そうですね、うちの方は平打ちの麺ですね。で本場の秋田の方はつなぎの中に、海藻を使ったものがあるんですけど、海苔を。こちらの方ではね、ちょっと鮮度の関係でできないんですけど、秋田の方でそれやられてるみたいですね。カツオといろんな魚のやつをですね炊いて、最初の何十分かは厚切りのやつを炊いて、でその後に薄削りのやつをもう一回炊くという、それで美味しい出汁を取ってっていう、そういうことです。1名1名1名、はいよ。1名ね、全部1名ね。そば並み。はい。月見とろろ。はい。
行きますね。どうぞ。滑りますね、気をつけてね。はいよ。秋田さんのものはギバサですかね。こちらでいう海藻の赤木、それをこう粘り気のあるやつで、それを冷たいおそばに入れて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。静岡のおでんって真っ黒いんだけど、関西の関東炊きってそれよりもうちょっと薄いような。で、それをね、牛タンと牛すじを使ってちょっと濃いめの味付けで、それでも東京の人に言ったら多分薄いと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。これはね、ありがとうございます。これ秋田のね、小賀塩で食べるトマトと、それと湯むきをして、だし汁につけて味を染み込ませるっていうやつですね。じゃあこれちょっと戻しといてくれる？それではそばどころ大吉田夜のコップ開店いたします。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもありがとうございます。お願いします。はいよ。あ、それおすすめには入れてないんだ。おすすめには入れてないまだ。きりたんぽ鍋だ。あれ今日アマリじゃない？今日アマリ。今日なんだっけ、出てくるんだっけ。どうですかね。木曜日か金曜日来ますよね。美味しそう。舞茸をこう煮た。そうだよね。そうだよね。
はい、いらっしゃいませ。熱いです。はい、お願いします。はい。美味しい？美味しい。美味しい。熱くないのかなと思いますね。いやもう発生だろだからきりたんぽ鍋くださいって言うからね、いや大丈夫かななんて思って、ほんでね、なんでかなと思ったらね、いやそれで冷えた冷やうのね、千歳盛りの梅ってもうそれを冷やでこうグッとこう飲むっていう、なかなか酒飲みだなみんなな。はい失礼します。家のために作ったのかな。いや、なんかで、それこそその切符の話も生産じゃあそちらカゴ台に行きましょう。はいどうぞ。おでん、はいよ、何がよろしい？小川揚げと小川揚げ、はいよ。さつま揚げ。小川揚げとさつま揚げね、はいよ。美味しそうじゃん。小川揚げは魚の、魚肉に、海藻を入れたやつ、小川揚げっていうのがあるんですが、なんとも言えない香ばしい味で。おでんはね、醤油をね、しょっつる使ってますね。いわゆる日本のナンプラーですね。ちょっと塩味を効かして、でしょっつるを入れて、若干ちょっと塩味が濃いめに。はい。はい。じゃないですか。うわー、美味しそう。はい。心が熱いよ。こちら奥詰めていただいてお願いします。美味しい。でそれと日本酒を割っただし割り、あれがもうすごいうまいらしいです。僕はちょっと日本酒飲むとダメなんでヘロヘロになっちゃうんで。ちょっとじゃあ15番16番でちょっと取ってあげて。全部下がってるよ。はいよ。
ありますね。だし割りはね、50度ぐらいのお湯で中にこう一升瓶入れてこう炊いてるもんですから、アルコール度数がねちょっと低くなるんですよね。でそれにまた美味しいそのおでんのだしを入れて飲むんですから、多分生ビールよりも出てるんじゃないかなっていうぐらい、うちの場合はとりあえずだし割り、それがね結構最近多くなってきましたね。18番お願いします。本当一番はそれ。はい、かき揚げです。もう何時間引っ張って大根、人参、こんにゃくからごぼう、豚のもつですね、それと味噌。安すぎますよね。量はよその店より多いかもわかんない。おでんの大根はとりあえずありますね。とりあえず。これ生そば刺しっていうそば伸ばしたものを茹でて醤油とわさびで食べていただけるようになるんですけど。これええ感じやん。油もまずうまい。はいよー。ありがとうございました。はいはい。はい、じゃあ背中向けて。はい、お客様お帰りですよ。いってらっしゃい。はい、どうもありがとうございます。見ていただいて。彼女に買っちゃってるね。俺は買ってやな。はい、お客様お帰りですよ。いってらっしゃい。どうもありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。ただいまから群馬のですね、生の枝豆を茹で上げますんで、よろしければオーダー今回りますんでよろしくお願いします。はい。枝豆どうですか？枝豆をもらいます。はい、よろしく。お願いします。はい。はい、お客様からです。はい、お客様からですよ。いってらっしゃい。2名様行きましょう。こちらから奥あそこ椅子一つ入れてあるんで、23番に2名よ。どうぞ。今から牛タンの関東だけ行きますけどどうですか？
ありがとうございます。ありがとうございます。今から牛タンの関東炊きいきますけどどうですか？ご一緒に。もうトロトロ見てるやつです。めちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。なかったらもうないよ。あ、牛すないかも。今日確認しないと。確認します。はい。枝豆なんですか？味噌汁は？はいよ、おかげ、大根、黒枠。お願いします。はい、お見送り1枚。はいよ、一応様じゃこちら行きましょう。この店の魅力はね、ある意味言ってみるとね、ここね、舞台なんですよね。もうみんなが楽しく仕事をしてるっていう、それがやっぱり魅力かな。もうこれはうちの親父がやってた靴屋をずっと見てたんでね、もうちっちゃいところからやりだしたその商売を見てたんでね、それがもう参考になってますね。おが揚げとか美味しいでしょ。じゃあそれください。はいよ。おが揚げ一つでよろしい？あと大根と。大根とはいよ。よかったらお一つずつトロトロにやっていいですから。はい、ありがとうございます。それいきますね。売れてませんけど、役者の仕事をやらせていただいてます。この顔見たらぜひよろしくお願いいたします。はい、どれくらい入った。はい、どうぞ久しぶりですね。2023年にリニューアルしたっていうのはですね、代表の村上自体がですね、ものすごくやっぱり秋田愛が強くて、やっぱりその秋田のいいところ、美味しいところ、そういうものをどんどん残そうという考えをやっぱり常に持ってる。あと誰かドリンク作ってあげて。はい、お客様からです。背中向けてね。はい、お客様からですよ。来てください。どうもありがとうございます。どうも。めちゃくちゃ美味しい。じゃあ松に代わり。こちら松に代わり。秋田でね、若い頃から東京大阪に行ってね、都会に行って秋田にたまに帰って、いや美味しいなって、秋田料理やっぱり美味しいなっていうものをね、こっちに来たら、あ、ここで住むわって、そんな感じのねところはやっぱりいいと思いますね。でもやっぱり来てもらってホッとするのがね、一番いいと思います。でもその時のね、注意してくださいね、飲み過ぎに。お願いしますね。お待たせしました。はい、ありがとうございます。鶏、焼き鳥、うまそう。
さんお待たせです。はい。で写真を見ながら撮れる。はい。物体50ミリと、イオ乾燥製いよいよブリの。ありがとうございました。会長はよく頼んでたんですけど、ママの明るいところ、ママの笑顔。本当に笑いの溢れる店だと思う。本当ですよね。いや本当に。愛媛の郷土料理で芋炊きってあるんですけど、その仕込みですね。里芋中心に人参油揚げ、こんにゃくとか鶏肉が入った煮物なんですけど、愛媛の方はだいたい河原で食べたりするんですよ、秋とかに。で私も最初のオープンの当初はもう秋冬だけにしてたんですけど、人気があったんでもう年中になっちゃいました。お醤油とか味噌とか塩とかもう全部愛媛ですね。愛媛の甘みのあるお醤油にしてるので、こちらの地元の方はねびっくりされますよねみたいな、やっぱり。少しやっぱり東京の人に合う味付けになっちゃってます今。愛媛の方はちょっと薄味なので、味が愛媛で食べるより濃い気はするんですけど、でもう東京に出てきてる方とかが多いじゃないですか、愛媛出身の方も。こっちの味に少し慣れてるのもあるので気持ちですよ。私も実家に帰って母の芋炊き食べたら薄く感じちゃったんで可愛いしちょっと甘いっていう。そうですね、はい。全体的に可愛さだけじゃなくて、はい。貝はもうすぐ年中仕入れられますね、愛媛のが。昔父が釣り好きで、もうすごいもっともう倍ぐらいな釣り上げてくれました。なんか子供の頃から食べてたんですか？そうですね。でもそんなにあれですよ、そんなに釣れるもんじゃないですよ
終わりました。お刺身とかその鯛めしとかになりますね。愛媛のぶりに愛媛の味噌を入れた大根にしようと思うんですよ。普段のお料理にはなくて今日のお通しです。はい。日替わりですね。毎日なんか食べたり。そうですね。麦味噌です。小さい時からこれなんで、メニューに味噌きゅうりもあるんですけど、この味噌をそのままかけて食べて。これも甘いですね。基本甘いですね。そう考えたらね。はい。でもそのまま入れてますね。こさずに。体にもいいし。人気メニューっていうとじゃこ天芋炊きですね。何がおすすめって言ったらその2つをいつもおすすめするようにしています。ハランボっていう魚がありまして、それをすりつぶして揚げてあるのを直送してこちらで炙ってから出してます。で今ちょうどじゃこ天祭りやってて、普段は島原っていうねかまぼこ店から取ってますけれども、たまにいろんなじゃこ天のかまぼこ店から取り入れてるんですよ。はい。でみんなで食べ比べとか何が美味しいとか自分好みのねじゃこ天があるんですけど。お酒の種類とかめちゃくちゃ多かった。そうですね。なんか焼酎日本酒とかリキュールとか。あとウイスキーでもジンでも全部愛媛のなんですよ。実家で言えば八幡浜だから梅美人推しですけど他のものに比べて甘いんですよね、梅美人。今日変わったのはここら辺ですかね。クジラ刺し入れてで焼き鳥入れようかなみたいな。はい。ギリギリになっちゃう。愛媛産のブラッドオレンジとか全部あるんですけど、生搾りのまた果実の名前が増えました。でね、おっちゃんね、泣いてね。
こんなに降るとは。よいしょ。すごいすごい雨。あ、いらっしゃいませ。お傘2つもなんだ。はい。はい。ありがとう。こんな雨でこんなザーザー降って愛媛の伊予柑ソーセージと愛媛の味噌を使った愛媛ぶりと大根の煮物です。愛媛のから取り寄せの伊予柑ソーセージ、伊予柑が練り込まれてる。あ、どうもいらっしゃいませ。こんばんは。じゃあおすすめた今だけ限定の飲み物と、あと今弱点祭りもやってます。いろんなとこのじゃこ天。普段は島原なんですけど。私はビールください。生。はい。生とサワーの甘いの甘いサワーください。生搾りします。はい。そしたら甘いのは清見オレンジか瀬とかですかね。瀬とか。瀬とか。はい、瀬とかさん。甘いです。甘いですよ。もう本当にダントツ。あ、のぶさんちょっと待っててください。ごめんなさい。はい、生と瀬とか。はい。駅って言ってもらう。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、はい、おお疲疲れ様。れ様です。はい。あれ、お料理頼んだんだ。うまい。前のこの同じ人がチャンネル作ったら、作った途端にファンされちゃうっていう。さっきじゃこ天やった刺し盛り、はいとじゃこ天なんですけど、どうします？おすすめ。おすすめはまあ定番島原。島原のと。じゃあ島原。はい。それとはい焼き鳥と皮と。はい。ありがとうございます。はい。雨の中ありがとう。いやいや。こんなザーザー。こういうことなの飛んできますよ。どういうかけたの。かなり効果が出てます。いいのか悪いのかもわかんないですが。多分相当いいと思います。ああ、そうか、キャノンか。ユーロカニョンが一番いいと思う。レンズはね、昔からニコンとか言うから。でも結局好みなんですかね、その。赤点で荒木に醤油でどうぞ。はい、お水も。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、これはじゃあ、終わりでいいですか。手で写真を見ながら撮れる。だけどミラーのこっち側に映すところがあって、で映す時だけこっちがカチャって上がって、ここに投稿して、かっていうのがダメだから僕が見てる。ああ、はいはいはい。じゃあ今は逆に昔ってこれで満足してたの？鮮やかさなんだばっかり求めれば。今ね、アマプラでも UNEXT でも何でも見れるし、逆に Amazon プライムで
ょう。いろんなごめんなさい、刺し盛りが遅くなっちゃった。はーい、失礼します。愛媛のお醤油、甘みがあります。じゃあハイボールもう一応。あれきつね麺かなんかかぶってた。人のがよく見えるんですよ。お待たせしました。しんちゃん取っちゃった。じゃあこれもう一回。はーい、出ます。これいただきます。これ下げてもらって。あ、いいですか。はい。はい。はい。鶏。焼き鳥。ああ、うまそう。あったかい食べよう。今治は鉄板で焼いて上になんかジューみたいなお酢なんですけど、うちそれがちょっとないんでフライパンで、なので今治風なんですけど。この中だったら結構40代ぐらいの俺すげえよなでも。これ焼き鳥？これそうそう焼き鳥です。塩みかん味ってもう調味料っていうか塩みかんの青と完熟ってあるんですよ。それをやるだけでもう本当に美味しくて。はい。はい、焼き鳥青です。お待たせしました。うまいんだよ。うん、柔らか。長いですよね。今治は鉄板でそれでもすよね。なんかジューみたいな。すげえよなやっぱ。ですよね。ね。うん。でねパッといねなんかいなくなるの。鶏皮がパリッとしてうまかったのと、刺身。刺身甘いね。刺身がうまい。愛媛のお醤油だからまたもう甘いですよね。甘いんですよね。それで僕が好きなのはじゃこ天。あ、じゃこ天。地元愛媛のじゃこ天。愛媛なんです。だからここ来てんの。地元内だから。刺し盛りと、これね、もたきと、あれ、モロッコの中できゅうりの味噌きゅうり。そういう人で招待されてる。あと日本酒。はーい。純米。純米？辛口じゃないやつ。辛口じゃないの。はい。梅美人は大吟醸だね。甘いのが良かったらそっちに。この前飲んでうめえって言ってたのそれだね。いろいろあるんでじっくり検討して。覚えてない。みんななんかね飲んで美味しいって言ってるからね、大岡さんが分かんない。覚えてない。この間のやつ。じゃあそれ梅なんだ。違う。梅美人。梅美人。ありがとうございます。得意の川崎星なんで。近いからもう。本当だったね。これ映してあげる。はい。で八幡浜の。お待たせです。はい。失礼します。一応2人先に。ちょっと待っててよ。じゃあお疲れ様です。ああ、そうです。終わりしたいから待って。お疲れ様です。5時だよね。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、姫ぶり。そっちを。あ、もっちゃん来てたよ。
で、さっき言ったのよ。の被写体っていうか、まあフィルムの時は50ミリと違うみたいな。僕でもやっぱり芋炊きは大好きですね。本当に栄養も取れるし。今日頼んでました？今日まだ頼んでない。これからですね。これから頼むか飲んだくれて帰るかわかんないですけど。あ、おやす。はい、失礼します。はい、おやす。はい、じゃあ愛媛の醤油で。はい。はい。甘めのね。じゃあママ俺石寿司を一つ。ありがとうございます。最上司。もうすっきり派です。じゃあこっちから。はい、ありがとうございます。飲みやすいですね。日本酒ですか？日本酒。卵焼き、しらすはなしで。はい、ありがとうございます。見たことない。いや、入んないよね。あそこって料理してる場所ないんだよ。あそこってお客さんが入る専属通り渡ったある。お醤油と可愛いしの。仲良くやって。あごだしですね。だしが。はい。で博多の塩と。すごい愛媛尽くしね。そうですね。なんかよくわかんなくて思ってた。あれね、キッチン。そういうことですか。俺は中華屋さん参加してないですね。してる？してないよね。カシウムはセントラル。カシウムはセントラル。夜しかやってないの、閉まるの早いから。王将だった。天ぷら屋の秋味ある。天ぷら屋秋味。角っこ。餃子の下子の角っこ。じゃなくて2丁目の。そうなんですか。それもすごいんだ。すみません、ハイボールもう一杯。ハイボール。はい。はい、お待たせです。日本酒頼んでいいですか？日本酒、仙台の芋煮とはちょっと違います。飲みたい気持ちになる。芋煮とは違います。ありがとうございます。純米。純米だと辛口とか辛口で雪すずめ。ありがとうございます。雪すずめです。いや、両方ですね。最後そば食べます。このお店の魅力ってどんなところにあると思います？まあ人間性なんですかね。いや、まあ料理美味しいのはまあもちろんですけど、やっぱこうやって雰囲気をまあ作ってくれるのがやっぱそれで来ちゃうんですかね、みんな。ママの明るいところ。ママの笑顔。名前いいよね、笑う姫ってね、愛媛ね。本当に笑いの溢れる店だと思う。本当ですよね。いや本当にいつも笑いがね溢れてます。そこがいいんですよね。これお会計してもらっていいですか？ありがとうございます。フランスパン。もうちょっと早く。記念写真撮っときましょうか。じゃあとりあえずカウンターメンバーで。袋1枚で。それの袋をちゃんと買って。小笠原さん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。いや、これから。わかんない。俺はこれからだから。はい、いってらっしゃい。すごいもうね、こんな時にありがとうございます。はい、ありがとうございました。
わすごいよ風が。あ、いらっしゃいませ。こんばんは。やってますよ。ね、今日はちょっと違うね。カメラ好きなのにみんな好きだったお前の一緒にポンビールにします。ポンビール。ポンジュースが入った生ビールです。飲みやすいですね。ちょっとビールが苦手な方も。あ、ポンジュース。はしょっちゅう行きます。これ入れます。いや、混んでますよ。ただもう逆に行ってない。あ、すみません、ありがとうございます。はい、ビールです。はい、ありがとうございます。あ、お疲れ様です。すみません、お邪魔します。アクリルコーナーでちょっとここで。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。どうも。あ、それどうも。お願いします。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。ビールって柑橘合いますね。合いますよ。メニューにはなかったんですよ最初。なるほど。それでいいです。で、勝手に自分で入れて飲んでたんですよ。いや、一杯どうぞの時に。そしたら何それって言って、いやポンジュースのポンビールですよって言ってたら、そしたらじゃあそれちょうだいみたいな。それでなんか結構美味しいねみたいになってメニュー化したんです。あれだ、まかない酒だじゃあ。そうなんですよ。ね。あ、じゃあすいません。じゃこカツ。じゃこカツ、はい。焼きは知らない。あ、全然わかんないです。それぞれにしちゃう。じゃこカツ。じゃこカツですね。はい。はい。ありがとうございます。一応書いてくれると食べやすいね。そうですね。美味しい。魚。難しいよね。私好きなお酒どうしようかな。漁師の酒でいい。漁師の酒。常温でお願いします。はい。梅美人酒造八幡浜の。これ大体おかんか常温なんですけど。そうです。あ、じゃあこっち。料理。東京料理って何？へえ。はい。俺焼きのが好き。あ、いいですか。あ、じゃあ。はい。どうぞ。無理やりだから。これ塩オリーブが。オリーブソースじゃなくて朝から大事なんだよ。掃除があれ。生鯛めし。生鯛めし。はい、ありがとう。やってないと思うんですけど。ね、いつでも出せるタイミング。セッタですか？あ、お目が高い。一応ヘビ側で。生の鯛に生卵とでだし醤油で卵かけご飯に鯛のっけみたいな感じですね。郷土料理です。はい、南予の南予地方って言って愛媛の中でも九州寄りの方なんですけど、だからなんか中からじゃあ外から中見える。はい、今日空いてるから入ろう。店多いですね。ああ、わかる。ずらしちゃっていいですか。はーい、生鯛めし。なんか多めの方がいい。和食屋さん。あ、多めの方がいい。こっちか、こっち。あ、こっちか。もう乗っけてますよ。はい、愛媛県民は。全部乗っけた方がいいのかな。ああ。わかんない、俺聞いたことあるようなないようまい。うまい。いやー、うまいと思うんですよ。いや、見た感じもう。いやー、最高。いいな。いや、酒とあれなんか最高ですよ。もう。確かにお酒とも合いますよね。合いますね。これで飲めます。最高だな。何でも焼くといいってことじゃないですよ。タイ、卵かけご飯、刺身。もっちゃん。じゃあ。はい。
こんにちは。偉いね。はい。くれてじゃあお留守番してたから。ああ。よいしょよしょよしょ。ああ、そっか。先週ぶりか。久しぶりだね。はい、あもちゃん。ごめんてね。またね。どうもありがとうございました。ごゆっくりなさってください。ありがとうございます。またお邪魔させてもらいます。ありがとうございました。来るぞね。本当ありがとうございます。こんな雨なのか。いやいや、とんでもないです。どうも。ありがとうございます。どうも、また。ありがとうございました。18で出てきたんですけど、もともとちょっとお芝居と志して舞台中心の学校行って舞台をすごいやってました。テレビっ子だったからだと思うんですけどテレビ見てて憧れて、もう東京にいるのがもう当たり前になってくるじゃないですか。そうすると今度は愛媛に帰った時がすごくこう懐かしいというか、料理はまあ好きなので、アルバイトも常に飲食店っていう感じで、お芝居しながら変容してたんですけど、飲食店の方が比重が強くなってきて。なかなか愛媛ってないもんね。ないですね。ないんですよね。やっぱ都内は。ないですよね。東北とか結構あったりするけど。北海道とかね。北海道の東北とかあるけどね。あるけど、愛媛は少ないですね。愛媛料理をね、浸透していけるように。